皆様こんばんは。本日もお集まりいただきお時間いただいてこのセッションにご参加いただきますこと本当にありがとうございます。シェイプニューワールドイニシアチブ、この一連の取り組みで取りまとめさせていただいております大阪大学の佐久間博と申します。このプログラムはシェイプニューワールドシンポジウムと題してテーマウィーク、先ほどご紹介のあったテーマウィークの8つのテーマで午前午後夕方と3つのセッションを提供してまいります。いずれも33歳以下の世界中の若手クリエイターであったり起業家であったり研究者であったりたくさんのプレイヤーが集まってですね、2050年やその先の未来をどういうふうに形作っていくべきか、その未来的な視座を持って考えていく、そういうシンポジウムになっています。こういった貴重な機会をいただいております日本国際博覧会協会の皆様、そして多大なご協賛をいただいております関西イノベーションセンターはじめ協賛企業の皆様、そしてご協力機関である大阪商工会議所、大阪大学科学技術振興機構の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。本日のテーマは未来への文化競争ということで、他のセッションにもご参加いただいた方ちらほらいらっしゃいますけれども、午前と午後とそして本日夕方のセッションはフルで日本語でお届けするものになります。そのセッションをご紹介いたします。2050年の視点から文化を取り巻く現在を見る、人類の共通資本としての文化の存続の仕方というタイトルで本日ですね、たくさんの方にご登壇いただき、そしてパフォーマンスもあるという、テーマウィークの中でも類を見ないリッチなプログラムになっておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら幸いです。ではここからはいよいよ登壇者の皆様に、ご登壇いただきましてバトンタッチしていきたいなというふうに思います。ではご登壇者の皆様にお入りいただきます。拍手でぜひ拍手でお迎えください。お願いいたします。ありがとうございます。では登壇者の皆様お座りください。ではここからは徳永さんにご進行をお任せしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、こんばんはか、こんばんは。東京大学先端科学技術センターの連携研究員、また株式会社十地ゴルフの徳永と申します。まずですね、第1部今回の2部制にさせていただいているんですけれども、第1部の方は京都を中心にですね、伝統文化に携わっているお二人の方にお話を伺いたいと思います。では早速なんですけれども、じゃあ、山科さん、太田さん、それぞれちょっと簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、ご紹介預かりました太田梨紗子と申します。普段はですね、日本美術史の研究をしてまして、3月まで京都市京セラ美術館で働いていました。で、専門はですね、伊藤若冲っていう江戸時代の画家の絵画の復元研究をやったりとか、時代劇の衣装っていうのは実は画家がデザインしてたりしたんですけど、甲斐荘忠夫という画家のその研究をしたりとか、あと最近はですね、私が多分何で一番知られてるかと申しますと、村上隆さん、現代アーティストの展覧会のお手伝いをしたことがきっかけでちょっとアシスタントとして働いていて、YouTube で一緒に解説動画を上げさせていただいたりとかをしています。で、伝統文化の枠になぜ呼ばれてるのかというとですね、実家が京都の古い古くないって言わないと京都人ダメなんですけど和菓子屋をしていまして、でちょっと京都の神社仏閣の祭礼行事にずっと生まれた頃から関わっているということで、ちょっと今回お呼びいただきました。よろしくお願いします。山科でございます。私のプロフィールですね、プロフィール写真装束姿だったんですけども、今日ちょっと遠慮して着物にしております。というのもですね、私の家は代々宮中にお仕えする公家でございまして、
私でちょうど30代目を迎えるということで、初代が平安時代の後期の人になってます。で、うちの家職っていいますか家業ですねが代々宮中の装束を、司るということで装束を実際作ってお納めするのと、あと実際その装束を置き付けするというのがうちの代々の家職になっております。でそれは右衛門道っていうんですけれども、右衛門ってなかなか聞いたことない言葉かもしれませんが、右衛門飛騨とか右衛門掛けとか、そういう言葉は日本の言葉に残っていますけれども、いわゆるその着物のよろずといいますか、いろんなことを扱う執り行うという総称として考えていただいたらいいかなと思います。で今風の言葉で言うとですね、何やってたかというとファッションコーディネーターとかスタイリストと言ったらいいんですかね。なかなか装束実物ご覧になったことない方いらっしゃるかもしれませんが、京都のいろんな祭礼行事とか、例えば神職さんとかお寺さんとかで着られてるあれ全て装束ですね、能装束とかもありますけども、ああいったものを実際どういった時にどういう形で着るのかっていうのはいろんなドレスコードがあります。そういったものの知識と技術というのを代々伝えているのが私の家でございます。でそういった家に生まれたんですけども、ただその装束を伝えるというだけではなくてですね、私としましてはその装束の文化というものより全体として公家文化、宮中の文化として捉えた時に、その儀式そのものをじゃあどうやって考えようか。例えば、蹴鞠を私も蹴鞠保存会という会でやっていたりとかですね、その他のいろんな文化にもいろいろ首を突っ込みながら幅広く活動しておるというような次第です。それでまた細かいお話は後ほどさせていただきたいと思います。はい、お二人はありがとうございました。はい、ですね、今回のテーマが人類の共通資本としての文化の存続の仕方という内容になるんですけれども、皆さんも文化って何ですかねっていう結構大きな問いをされた時に結構困ってしまう方もいらっしゃるんじゃないかなっていう、非常に漠然としてはいるし、いろんなものが含まれてしまうと。でそういったものを今後残していくっていうのがですね今回のテーマなんですけれども、ではまずね今お二人から、特に山科さんにはかなりしっかり実際にやってらっしゃることを含めて語っていただいたんですけども、ちょっと重複するところもあるかもしれないんですけども、まずちょっとそのご家業だったりとか今お二人がやってらっしゃる取り組みというのが、歴史的にどのように伝承されてきたか、つまり何らかの価値があったから残ってきたというところがあるんじゃないかなというふうに私は考えているんですけれども、具体的に何があったから残ってきたかとか、どんな価値を人々に提供してきたかっていうところを簡単にご説明していただいてもよろしいでしょうか。じゃあ私の方からですね、私のなんて言うんだろうかな、ずっとその家が和菓子屋で、父親が実は茶人であったりとかしていて、ずっとそういうものに携わってきたんですけれど、やっぱり伝統文化どんどん斜陽産業になっていくっていう中でずっとやっぱ考えさせられるわけですね。子どもの頃からどうしていくのか、そもそもなんでこれを守ろうとするのか私たちはっていうのを考えた時にですね、どうしてもやっぱこれまでの言説っていうのはナショナリスティックになりがちなんですよね。どうしても国粋主義的になってしまったりとか、やっぱりそういうのではなくて個人としてどこまで考えられるのかっていうのを考えた時に浮かび上がってきたのは、その心の拠り所だったりサードプレイスっていう風な言い方しますけど、やっぱりその学校とか職場とか家とかの行き来だけではない別の自分のいられる場所としての提供場所として茶の湯とかはあるかなと思いまして、でお茶のお稽古なんかもずっとやってるわけですけど、やっぱりいらっしゃる生徒さんだったりとかはすごくほっとした顔されるんですよね。どんだけしんどいことがあったとしてもやっぱりお茶を飲んで一服先生にいただいてほっとする瞬間がある。顔がほころぶんですよね、皆さん自然に。やっぱりそういうものに価値を見出していくっていうのがこれからの25年に向けて私たち伝統文化に携わる人間がご提供していくというかものになっていくんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。サードプレイスっていうのはなかなか普段意識することもない概念かなと思うんですけれども、山科さんそのあたりいかがでしょうか。
そうですね、私自身もそういったその旧知の装束を伝承するということで、その着付けとかですね、門弟さんがいらっしゃってもお稽古したりっていう形で、そういった場を当然提供している身にはなるわけなんですけども、じゃあ公家ってじゃあとか皇室ってなんでそうやって続いてきたのかっていう話なんですよね。でそれを考えていくとそもそもその公家の役割っていうのがそういった文化的な役割っていうのが、すごく大事な役割でして、でそれをいかに伝承していくかっていうそういうその仕組みそのものがすごく面白いなと思ってるんですね。でそのいろんなその範囲で考えられるんですけれども、一つの側面としてはその宮中の、いろんな役割を持っていく中で、例えばオーニールランドがですね、いろんな今の時代からするとものすごい大変なことがもっとたくさんあったわけなんですけども、そういった時に文化断絶しますけれども、そういった時によりどころとなる、立ち返るべき軸っていうのを先人たちたくさん残してくれてるわけなんですね。いろんなその書物であるとかですね、そういったその軸をたくさん残しておくことで、数百年経ってからも、例えばこれからある葵祭のようなですね、鴨祭のようなお祭りも200年ぶりに復興しますよとかですね、そういったことができるような軸っていうのをたくさん残していると。いうのが非常にその文化の伝承というものでいうと、興味深い、そういった軸をたくさん残しておくってことですね。というところが面白いのかなというのとですね、あと例えば装束で言っても、じゃあ例えばの平安時代の装束ちょっとこう想像していただくとですね、例えば十二人とかですね、いろんなややこしい装束たくさんありますけれども、あんなもんたくさんこう着て、動きにくい、華美であるというのは分かるんだけど、普通だったらじゃあもう今みたいにね、T シャツとか短パン1枚で楽にしたらいいじゃないかという時代がもっと早くあってもよかったはずじゃないですか。なのに残ってきたのはなぜなのかっていうのはやはり自分なりに考えてみますと、やはりその中に日本のその古来からずっと続いてきたその自然観であるとか、やはりその、一朝一夕にはできないその美の積み重ねであるとか、そういったものをやはり感じさせる、そういった何かがやはりずっと宿り続けていたというのは非常に大きいのではないかなと、個人的には思っています。そうじゃなかったらもうそんなもんすぐ脱ぎ捨ててしまって、なくなっていたんじゃないかなというのは個人的に思うぐらいなんですけれども、そういった非常に何と言いますかね、概念としても非常にそういうところ大事だったんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。山島さんのお家は本当に日記をねつけられて、でその日記っていうのを手がかりに、この日付に何々をしたとか、そういったものがまさにこう後世の記録になるっていう、本当そういうですね、こう実際にこう文化の天文堂というものを伝承するだけではなくて、実際にこう歴史的な価値、そういったものもこう次の世代に託すというか、託す結果になったっていう、そういった側面もあるんですかね。そうですね、今触れていただきますけど、うちの場合は歴代の当主の日記っていうのがもう代々残っておりまして、うちの場合はたまたまその焼け残っているものからいきます室町時代の初め、ちょうど足利義満の頃からですね、明治の初めぐらいまでほぼ歴代の日記がずっと残っております。そのうちの江戸時代の初めぐらいの当主の方まではもう刊行されて図書館で読めるようになっているというような形で、いろんな学者の方が参照していたりしております。はい、私研究で実はこの日記を参照したりするんですけれど、たまにですね、先祖の方がですね、八坂神社の丸山公園あたりのお茶屋さんで飲んだくれてる記述とかがあったりしていて、飲んだくれてはりましたねって言ったりするんですけど、そういう会話ができるっていうのがある意味京都の厚みなのかなと思っています。そうです、なんか水分も甘いもね、そういうやっぱりこう実感を持ってこう先祖と対話できる感覚、それは確かに誰しもが確かに持ち得ない、ちょっと恵まれてるところもあるかもしれないんですけれども、ただそういったその非常に芳醇なね土壌っていうのがやはりこの日本恵まれてるところなのかなと思ってます。時空を超えるっていうんですかね。ありがとうございます。非常にですね、こう皆さん今聞いていただいて、こうすごく大変こう価値のあることをお二人されているというふうに、少なくとも私は感じたんですけれども、ただとはいえですね、結構話伝え聞くことによれば、なかなかこう継承の課題だったりとか決して簡単ではないというふうに私も聞いているんですけれども、実際今どういった課題がある、お二人やってらっしゃる領域でどんな課題があるとかっていうのを簡単にご説明いただくことってできますか。じゃあ私の方からですね。私今回はねこれだけを喋りたいと思ってきたんですけれど、わざわざですね
研究所まで持ってきてですね関わってない私普段絵画修理の会社の方でもデッチ奉公をしていまして、で文化財修復の会社ですね。で今何が最もその日本美術で危ない領域なのかと言いますと、伝統材料って言われる、和紙の楮だったり漆だったりにかわって言われてる原材料、これが本当に危機的状況にあります。取ってくれる人もいなければ会社とかももう最後の一件があるかないかみたいなところまで来ていまして、で職人の方もですね道具ハケとかの職人がどんどんいなくなっていって、もうこのハケを作れる職人80代男性1人みたいな、みんなラストサムライみたいな状況なんですけど、でその中でどうやって守っていくのか継承していくのかっていうのがすごく課題になっていて、で土俵際が30年前にこの30年が土俵際ですって言われて、今も30年経っちゃってるんですけど、もう本当にギリギリの体になってきている。でその原因がですね、やはりもう伝統文化産業とこういう文化財修理の産業でしか使われないんですね。漆だったりとかにかわだったりとかで、そうなるとやはり需要が少ないというので、やっぱり産業として成り立ちにくい、補助金付けでもう限界まで来ているっていうことが日本美術だったり伝統文化全体の課題だと思います。ありがとうございます。今おっしゃったのはまさに伝統工芸のまさに分業のところというか、一人で全てできないところを他の人に任せると、その任せてきたというのはある意味経済的に収益的にも問題なかったから任せられてきたのが、本当に今その任せられなくてどんどん消えていく、特に中間工程のところだったりとか素材とかですね、なかなか一般の消費者の方からすると目に触れないような、そういうところがすごい危機的な状況にあるというお話だったと思うんですけども、多分その山下さんの今感じてらっしゃるところっていうのは、有形の形ある工芸というよりはもっとまた違う観点で課題を感じていらっしゃるところもあるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりっていかがでしょうか。そうですね、無形の文化をつなぐにあたってもやっぱり有形のものがないとっていうのはやっぱり両輪だと思うんですけども、少し具体的に私に引き継げて装束の話で言いますとね、皆さんベルトするじゃないですか、洋服の場合で、装束の場合も全体を縛るベルトがあるんです。でそのベルト、男性の場合そのベルトがあるんですが、そのベルトっていうのは石を取り付けた石体っていうベルトなんです。でその石体のじゃあ今石がね、玉を使ったり犀角っていう犀の角を使ったりメノウっていう石を使ったりとかするんですけれども、そういう石を今使ってる石体が売られてるかというと売られてないんです。で一方でじゃあ例えばそういったベルトですけど、ベルト何製かというと革に漆を塗ってるわけですけども、今革で漆を塗ってるのはもうないです。ということは今カーボンになってもう代用されてるんですね。つまり代用されて、それ昔はなかったけれどもそういう技術があってそれに似たようなものができてるというもので、実は今我々はやり過ごしてるところが実はあったりするんですよ、すでに。だからじゃあ何をもってその文化を守っていくのか。だから今やはり残念ながら我々は今幸いにして進んでいる技術もあります。で一方でできなくなってきている技術もあるんだけれども、じゃあどこをどうやはり残していくのか、何をやはり目的にするのかというある意味の取捨選択というのを迫られている。例えば蹴鞠の靴もそうなんですね。靴も鴨靴っていう鴨のくちばしみたいなんで鞠を蹴りやすい靴になってるんですけども、でその保存会でじゃあ今誰に靴頼んでるのかというと、今普通に革靴作ってる職人さんに頼んでるんです。ですので普通は普段蹴鞠の靴ばっかり作って生活できないけれども、言うなれば蹴鞠の靴も作ってよと、で指示してこうやってやってくださいよって言えばなんとか作ってくれるというようなところで今落ち着いてたりすると。でそういったところを考えていくと、ものを伝承するというのと、実際無形文化というか実際伝承していくというところも含めてですね、どこをやはりどう残してどこをどうやってやはり残していくのか、当然本物を知った上でやらないといけないこともたくさんあるんですけども、そういったところの難しさを感じているというところも一つございますね。ありがとうございます。本当にまさに今有形のもの、有形の工芸と無形のそういった文化っていうのがつながっているというふうなお話あったと思うんですけど、私もちょっとこんなふうに見えて、実は私去年まで商社マンをやっておりましてというか、商社に勤めていまして、その時にいわゆるT から始まる自動車の
ちょっとそういった部品を売るような仕事をしていたんですけれども、その時にですね一つ気づいたことがあって、自動車産業っていうのは今この、EV 化っていういわゆる電気自動車が流行って、で電気自動車流行るってどうなるかっていうと、もともとガソリン車で使うパーツっていうのは大体1台につき3万から4万パーツなんですけれども、 EV 化をするとですねその半分ぐらいで済むようになるんですね。そうすると、今部品屋さんがもう食っていけないっていうふうにすごい危機感を強めていらっしゃって、で、ただそうすると基本的にはやっぱりじゃあどうやって部品屋さん救うって話をすると、結局じゃあどうやって自動車をたくさん売るかっていう、そういった話に多分いくんじゃないかなっていう。で今の話も例えばお茶もそうですし、エモンドまさにお着物も一つともそうですし、でそういったものっていうのはどうやって残していくかってことを考えた時に、やっぱり一つ一つの工芸をなんとか残すっていうこともすごい大事なんですけども、大元っていうのはやっぱりそれ使われる場所だったりとか、そういったものがないと残っていかないよねっていう。でそこをですねやっぱ全体で考えるっていうのがなかなか難しい。じゃあどうやったらお茶をする人を増やしていこうとか、どうやったらじゃあ着物を着れるような人を増やしていこうっていうのは、言うことはねなかなか簡単ですけど、私もこんなね今着てますけど、自分でなかなかちゃんとうまく着れなくてちょっとダメ出しを食らいながら着直してるみたいなっていうところもあるので、なかなか難しい議論なんじゃないかなっていうのは思ったんですけども、太田さん今のお話を聞いてなんかございますかって。ごめんなさい、変なもう喋りたいというか、不平不満ならいっぱいあるんですけどじゃあ一つのケースとしてお伝えしたいのが山科さん右衛門堂の奥下さんのお家なんですけど、もう一つ京都で重要な奥下さんがいらっしゃいまして、冷泉家という和歌を教える奥下さんっていうのがもう留守居役として京都でもう800年以上の歴史を持っているお家がございまして、でそこも大変国宝に指定されるような和歌の本がたくさんあるんですけれど、それらを収納する場所を建てよう、収蔵庫を建てようっていう時に、やっぱり日本の伝統建築の中で一番優れているっていうのは蔵なんですね。でそういう電気を使わなくても温湿度管理ができるというし、防災にも強い、防火にも強いっていうので、蔵を建てたいとその冷泉先生がおっしゃられたんですけれど、でもそれだと助成金が下りなかったんですよ、行政から。でなんでかと言いますと、行政ってやっぱりそういう、グローバル基準に基本的に照らし合わせたような物差しになっていて、そういったものには出せないって言われてしまったんですね。やっぱり温湿度管理とかもすごく科学的になっている分、逆にそういったもの完全にそういった管理できるのかとか、そういう不安とかがあるのか、もう全部降りなかったらしくて、でしょうがないからクラウドファンディングっていう形にして2億円集められたんですけれど、そういうふうにですね、もともとの日本の伝統建築になぜか助成金が下りず、鉄筋コンクリートじゃないと下りないって言われる、こういうふうななんていうかちょっと圧力というか、そういうのが課題としてあるなと思います。ありがとうございます。今のお話っていうのはまさにお二人が今やってらっしゃる領域を多分超えたまさに文化全体だったりだとか、もしかしたらもうこの後本島さんと安野さんにお話特にいただきたい、その制度的な問題、まさに伝統的なものなのにそれこそ最近の基準に従えば結局鉄筋コンクリートじゃないからダメみたいな話っていうところっていうのは、何かしらちょっとやっぱ課題あるでしょうっていうところだというふうに感じているんですけれども、そのあたり山下さんも例えば制度、例えば補助金だったりとかそういったものだけじゃなくてもこういったところに課題があるんじゃないか、ないしはあとはですね、本来言えばある文化ってこうあるべきなんじゃないのっていうちょっと漠然とした質問も含めて、もしよかったら簡単に。その蔵の話は私も実は江戸時代冷泉家の東隣がうちの家だったんです。で、親戚ということもあって非常に霊泉さんだからもそういう話をお聞きしておりまして、やはりそういった例えば蔵一つとってもやはり自分たちの文化に引き付けてどうやってそういう制度を組み立てていくのかっていうことは非常に本来は大事なはずですよね。だけどやっぱりなかなかその自国のやっぱりその風土に根ざしたやっぱり考え方ってなかなかできない。でそれはやはりその我々一人一人のやはりその文化とのその距離の取り方、文化的なものとの距離の取り方っていう問題になってくると思うんですけれども、例えばその装束の話でいきますと、装束って今、古い装束は確か文化財として保存されています、いわゆる博物館とかでも。ただそれはたまたま残ったものでありまして、実はこの着るもの、特に装束っていうものは例えば天皇さんがお召しになっていたものとかっていうのは実はいただくんですね。配慮して
でそれをさらに、進化はですねそれをさらに仕立て直したりとか染め直したりとかいう形で例えば、別の装束に仕立て替えたり、ないしは、仏前の打敷にしたり袋物にしたり、例えば掛け軸の表具切りにしたりとか、そういう形でどんどんそういったものっていうのは残すというよりもより当たり前のようにある意味ありがたいものとしてですねどんどん使っていくでどんどん生かしていくっていうことが実は第一義でもありまして、ということはつまりあまりその文化財やっていうことでしまい込んで、結局そのまま、白洲雅子の言葉を借りると器物の終身刑ということを言ってますけどね、博物館とかに入ってしまうともう二度と使われない眺められるものだけになってしまうというような話言うてますけれども、そういったような話と同じでその当たり前のように身近にあってそれを使い続けていくというような感覚っていうんですかね、そういったものをそういった感覚っていうのもどうやってやはり醸成して、そういったものもある意味許容しながらといいますかね、よりその距離をどんどん取っていきながら身近なものにしていく生活感をまたより問い戻していくっていうんですか、そういったところも非常に歴史的なところから得るものもありますし、ある意味リサイクルとか、リユースとかそういったものの考え方とかっていうのも非常に近いことを昔から先人してるということもありますんで、その辺の事例とか先例というのもちょっと我々学び直していく必要もあるのかなと個人的に思っています。はい、ありがとうございます。今の話ですごい私も改めて思ったのが、今回テーマが人類の共通資本としての文化というところですね。で冒頭も太田さんからも文化っていわゆるナショナリズムの文脈で語られたりとか、つまり日本の文化とか、そういった、例えば海外の例えばアメリカの文化とか、そういうふうなくくり方を結構されがちだと思っているんですけれども、多分その山科さんのねお家の今までのどうやって文化を残してきたか、結果的に残ってきたかっていうことを考えると、多分あんまり日本とかをあんまり意識した上で残してきたのだろうかっていうのがちょっとすごいずっと私も聞いてて疑問に思ったところがあって、もっと例えば次の後世だったりとか、なんなら自分のなんていうんですかね関係者とかに知ってほしいから、ある意味日記を残してきて、でそれが本当に数百年経ってまさかね私みたいに全く関係ない人間がそんなことを考えてたんですかみたいなことを知るって結果的に日本の文化っていうことになったと思うんですけども、この時代においてなかなか日本の文化ってことを考えると結構もうキリがないじゃないかなっていう、そういったところでいうと結構もう少し手触り感があるというか、もう少しなんていうんですかねコンパクトにいろいろ残していく日本のこととかって考えるよりも、まずはちょっと自分のやってることを次の世代に純粋に残していくっていう、そういうアプローチもあるかなって今思ったんですけども、そのあたりとかってどう考えですかね。いやおっしゃるとあんま気張りすぎない方がいいんだと思いますね。あまりなんか文化ってあまりに例えば着物警察みたいになってくるとそれはそれでつける薬なくなってくるわけで、そういう眉間にしわ寄せるっていうような形の方向性ではなくて、今おっしゃったようにやはり自然体でどうやってやっていくのかで、やはりそういう文化を伝えていく、特に若い世代っていうのはやはりこれまでのような、その秩序だったようなですね形で文化を守っていくよりやはり結構フラットでオープンなところが結構好きだったりとかするわけですよね、そのコミュニティとしては。例えばそういったところの変化ももちろん出てくると思いますし、その辺が非常にあまり私の感覚からすると誰でもですね、想像して見たこともない先祖も含めてですよ、その過去という時間軸と、これ今我々今日未来の話もしてますけども、その未来の時間軸っていうのとやはりその時間軸のスパンを長くしてどうやって今の自分を捉えるか、その中で今自分はどうすべきなのか、よく最近グッドアンセスターとかね、環境問題とかそういう話も出てきてますけれども、やっぱりそういう感覚っていうのがすごく大事なのかなと。だから先人に敬意を払いながら未来も自然に見据えていくっていう、その中で自分の在り方、そこをある意味守ろうとしてても今の時代に生きてたら勝手にその時代に合わせていってたっていうのが結果的だと思うんですね。そんな一人ができることってやっぱ限られてるので、それの積み重ねなのかなという気はしてます。はい、太田さん今のを踏まえて何かございますか。そうですね、でも文化っていうのを本当にずっと考えているとだんだん何のためにあるのかとか役に立たなければって思いすぎて考えた結果、別に文化って役に立たなくて良いのではっていうのが最近の結論になってきていて、これは最近本当に話していて思ったのが氷河期世代の
上の先輩の方とかの話を聞いてると、あの世代が一番役に立たないといけなかった世代なんですよね。そのアピールとかでも私は役に立つ人間ですって言い続けてた世代が今社会的な決定権を持つようになっていって、でもう社会全体がちょっとトラウマティックというか役に立たないといけないみたいな思いを背負わされてるんですけど、文化ってまあ、さっきのよりどころみたいな話になっていくんですけど、まあ、そこにあることだったりとか、自分はそこにいていいんだって思えるとか、なんかそういうぐらいのちょっとの役に立たなくていいっていう風にまず概念を切り替えるところから始める必要があるんじゃないかなと思っていて、で文化ってある種豊かさなんですよね。でそういう豊かさっていうのは別に役に立たないっていう考えをではないところで存在を許すっていうところが重要で。で皆さんもう最近はですね助成金事業ばっかりでですねこの目的だとか意図だとか未来とかだとその研究助成でも考えるがちなんですけど、文化って本来そこにいていい存在なんですよね。別にそこにいていい存在にじゃあどうしていくかっていうと、そういうトラウマを癒したりとかですね、とかやっぱりこうやって足りないものがあるんですけどどうすればいいですかねっていう相談していく場所をたくさん増やしていくことが必要なんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。まあ本当にまさに何の役に立つのかっていうのは、いわゆる機能とか、本当に引きな例を出すと、例えば100円ショップで売ってる器とそれこそ、1個何万円もする器っていうのは結局同じ水とか、お茶碗でそのご飯食べれるっていうのとほぼ同じ価値で、なんでこんなに値段違うんですかみたいなっていう話を結局してしまって、でそれをするとですね、結局全て説明をしなきゃいけない。なぜこの29,900円の違いがあるのかっていうのを一生懸命考えなきゃいけない。でもそこで考えた結果だけ出てくるものっていうのは実はなんかあんまりね、ロマンチックじゃないっていうとあれかもしれないですけど、なんか本当全てを語りきれてないっていう、だからそういったところがまさに、まず氷河期世代っていうのはまさにこう一つの世代として象徴的なのかもしれないですけど、非常にこう面白い議論だなというふうに伺っていました。でなんか今まさにこう文化の在り方っていうところですごくいいお話を伺ったので、このままぜひちょっと今回ですね、このアジェンダ2025競争プログラムということで2050年の視点からっていうことでですね、2050年っていうのは25年後どうなってるのか、私も正直あまりよく分かんないんですけども、でそこから振り返ってみてですね、こう2025年何を知っときゃよかったんだろうみたいなっていうことを後悔しないようにね、今のうちにできることをやっていこうっていう、ある意味逆算をしていくっていうアプローチで今回進めてきたわけなんですけども、まさに今まさに文化っていうのが役に立たなくてもいいんじゃないかなっていう、本当に一つ示唆深いお話だったと思うんですけども、お二人は今後この文化っていうところで携わり続けて生き続けると私も強く願っているわけなんですけども、なんかこういったものを残していきたいなとか、逆になんか2050年こうあってほしいよなっていうところに、なかなか難しい質問だと思うんですけども、もし答えるとしたらどういうふうにお答えなられますかね。じゃあ私の、そうですね、25年先を考えてくださいっていうと、どうしても土俵際の30年がトラウマのように思い浮かんできてしまって残ってるのかなって、本当に25年先というよりか2.5年以内に道具と職人を何とかしないとっていう強迫観念にとらわれてるんですけれど、でもよく考えたらですね、土俵際の30年と言われてもう終わりだって言われてる割には続いてるわけなんですよ。頑張ろうって思った人たちが30年それでも続けてきたっていうのはすごいことで、だから私たちももう終わりだ終わりだって言いながら、いつか本当に終わりの日が来るかもしれないんですけれど、でもそれは今日ではないよねということで、こういうふうに本当に今日話せる場をいただいてありがたいと思うんですけど、続けてこうやって研究も続けて文化財保存の方の協力もできるだけ続けて、もう本当にもう今日みたいにいろんなテックの方とかにお伺いを立て続けるっていうのをこの25年続けていければなと思います。ありがとうございます。もちろん25年続けていく、その間にやっぱちょっと気が変わりましたとか、私も全然あっていいと思うんですけれども、まさにねさっき終身刑っていうちょっとショッキングだけれども本当にその通りだなってお話があったと思うんですけども、逆に残そうとして残っていくものとも限らないし、逆に結果的に何らかの形で人のまさに意味があって残ってしまったみたいなところもあるんじゃないかなと思うんですけども、そのあたりとかって山科さんとかって
思われてることとかってありますか？そうですね、まあ一つ課題というか、これからこういうことを意識したらいいんじゃないかと一つ思いますので、やっぱりこういった文化的なこといろんな事象において、なかなかそのブラックボックス化してるというんですかね、あんまりあえて言語化してこなかった部分であるとか、あえてその情報化してこなかった部分、それは結果的にその取り出していただいて、それをうまく見立てることができたら、それは価値になっていたりすることがたくさんまだまだあると思うんですけれども、やはりそういった努力を私自身も非常に自戒的に思うんですけれども、なかなかできてこなかったんじゃないかっていうところが正直感じているところなんですね。特に日本の文化ということで考えると、例えば市場経済にじゃあうまく乗っていってるものがどれだけあるのかと考えると、決してそのいわゆる近代的なそういった市場経済に乗ってないものもたくさんあるわけであって、で逆に乗っていったとしても、今逆にそれが一時のその経済状況が終わってしまうと、それがポシャってしまうというようなことも起こってるわけですよね。ですから何が良かったのかっていうのももちろんあるんですけど、やはり今日、隣にね安野さんもいらっしゃいますし、AI の話とかもちょっと考えてみますとね、今いろいろパビリオンやってますけども、そういったやはり情報化しておかないと、やはりそういったものをある意味食べてもらう材料もないというか、残していく、考えていく、次この広めていくっていう材料にすらならなく、訴状に上がらなくなっていくっていうのが非常にこれからの時代なのかなっていう気は個人的にはしておりまして、ただそこの中でやはりなんやこれはみたいなちょっと変なものもやっぱ混じってくると思うんですよ。ただその中でその信証性というかですね、やはりこれはこうですよっていうものを自信を持って言えるものをやっぱりスキャニングしていくことも同時に必要だと思うんですけれども、やはりそういった言外にあるものとか、ある意味あえて言語化すると野暮やなというようなものもいろいろあるとは思うんですけれども、やはりそういったものをいかに取り出して向き合って、やはりそういったものを取り出していくのかっていうこともこれからますます必要になってくるのかなと。やはりそれが見て学べとか、ある意味秘伝やからとかってそういうような世界ももちろんそれはそれで尊い部分もあると思います。しかもそれじゃないと学べない第六感というか五感的な部分もあると思いますけれども、それ以外のところでより我々できることっていうのはもう少しあるんじゃないかなっていうところが正直思っているところでございます。はい、ありがとうございます。今回本当に私、山下さん、それから酒井さん、私ですね、3人で福岡に行ったんですね。この取材という、今回のこの調査の取材ということで行ったんですけれども、そこで糸島で、福岡の糸島というところでですね、AI の研究をされている方のところにちょっとお話を聞きに行ったんです。でというのもなぜかというと、今回この2050年の話をしているんですけども、我々3人全員文系でございまして、いわゆるちょっと AI とかちょっと分かりませんみたいな話をしてるんですけど、2050年の話をするのに、技術のことさっぱり分からないって言うと困るだろうということで、1泊2日で九州まで行って、でそこでAI のことをですね、話聞いたんですけど、その時もすごいね衝撃を我々受けたんですよね。私いまだに結構衝撃だったのが、今回 AI のことを教えてくださった方がまず山下さん、もちろん山下さんのお家の日記をずっと研究するというか、まさに読み込ませてっていう。その戦国時代の先祖の日記を1年間全部食べてもらったんですよ、AI に。でそれで食べてもらった結果をまさに分析をしてもらったりとか、結構笑っちゃったのが、深夜のテンションで結構お酒も飲んでですね、その後深夜のテンションで山下さんのこの先祖の歌を作ろうみたいな言ってAI でですね歌詞を作らせで、なんなら今音楽のそういうメロディーも作れるので、山下さんの先祖の歌を先祖がテーマになった歌ができちゃったんですよしかもあれ30分ぐらいじゃないですか。もう本当にね2、30分ではいはいっていう感じでいくつかパターンができてね、楽しかったですけどね。でなかなかいい曲ができてっていうところだったんですけど、まさにこういった話をするとですね、結構人によっては結構顔をしかめられて、いやそれはちょっと邪道じゃないですかみたいな話をしててもですね、当のご本人がもう朗らかに笑ってらっしゃるわけですから、なんかこういうふうな文化の残し方ありなんじゃないかなと思ったんですけど、正直そのあたりとかって率直にどう思われたんですか？やはりこれほどのことができるんだっていうことのまずは衝撃ももちろんありましたけれども、やっぱりそういう観点で興味を持っていただけたりとか、やはりそれにアクセスして考えてみようとか感じてみようと思うっていうことがまた大事なのかなっていうのは改めて思いましたね。ありがとうございます。もう一応そろそろ時間かなっていうところなんですけども、今の最後のお二人、総括的なところで
なんかお二人から、ちょっとさっきの総括的な話をちょっと若干振ってしまったところはあったんですけども、改めて今日のことを振り返って、本当に、どういうことをお考えになったとか、そういったところがあったら太田さん、山科さんから伺いたいんですけど、なんかございますかね。私今回嬉しかったのはですね、琉球舞踊の方と先ほどお話ししていて、やっぱ同じだと舞踊の方の伝統芸能の方でもやっぱりどんどんそういう舞踊に使う道具を作る道具の職人さんがいなくなってきていると。で状況が似ているっていう話をシェアできて、普段京都にいますと、京都の人間って京都から出てこないんですけど、あまりこの2人は割と珍しい方です。で出てこないんですけど、やっぱそこの中で情報が終わってしまっていて、じゃあどうすればいいんだろうって言いながら、なんかみんなそれで終わりみたいな、課題を解決できないみたいになるんですけど、さっきも喋っていて、じゃあどういうふうにやっていくかって、ちょっと見学に来ませんかとか言って今つながることができて、本当にこういう機会っていうのがまず重要なんだなとさっきすごく実感として思いました。そうなんです。やっぱ研究の世界にいると、研究の世界の人間もなかなか自分の専門分野から出てこなくて、私は割と出る方なので、村上隆さんにもお前東映のアニメーションの話ができるんかって驚かれたのが、よく喋るようになったきっかけで、アニメーションの元も遡ったら日本美術っていうとみんな長寿戯画って思うんですけど、実は近代の日本画家になることを諦めた人たちがアニメーションに入ってたりするわけなんですよね。だからみんなさん知らない人多いと思うんですけど、実は今のアニメーションとか漫画っていうのも日本美術の文脈を組んでいて、なのでもう日本美術終わりとか、もうみんな興味ないからお金が取れないとか言ってる人も多いんですけど、そうではなくてですね、やっぱつながりとかを領域を飛び出してですね、そのつながりとかに気づいて、でそれを提示するだけでも皆さん結構興味を持ってくれたりするんですよ。なのでやっぱりこういう機会ってすごく重要だなと思いましたし、今後の本当に今回おつながりになれた方々で何かその一つでも成し得ることがあればなと思います。はい、ありがとうございます。まさに今回の結構伝統文化っていう側面でお話しすることも多かったんですけど、当然アニメもそうですし、まさに世界の人からすると実はアニメの方が日本文化を象徴するものなんじゃないかっていうものとかもあると思いますし、でそれが実は同じ源流からついつい近代と現代で分けたくなる気持ちはあるんですけど、実はそれが同じところから脈々となんていうんですかね、地下水のように続いてきたっていう、そういったで連綿につながってきたっていうものなんだろうなっていうのを、私も今改めて日本美術からなんですかね、ある意味ドロップアウトって言い方なのか分かんないですけど、行った人たちがもう漫画だったりとかアニメに産業に行ったっていうのは新しい気づきだったので大変勉強になりました。ありがとうございます。山科さん、なんか最後にございますか。いや、本当にそういうね、分野横断してとっていうのはもう本当にこれからますます重要になってくると思うんですけども、やはり今おっしゃったみたいにもうやはり水脈っていうのはたくさん流れてるんです。それはやっぱり自分たちで掘っていくっていうやっぱり主体性ですよね。最後はそういった感性と主体性を持つ人をやはりいかに育てていくのか、そういう機運を高めていく。今なかなかそういういい意味での遊びみたいなのがやっぱりなかなかなくな社会としてなくなってきてると言いますかね。別にこれ文化的なこのシーンだけじゃなくって、やっぱ世の中のいい意味での心のゆとりといいますかね、そういったものがすごくあると、ますますより前向きにね、未来を語っていくことになるんじゃないかなと、非常に盲漠とした話になりますけども、そう思ってます。はい、はい、ありがとうございます。ということで多分時間もぴったりですね。なので、はい、ではちょっとここからは司会進行を酒井さんに委ねたいと思いますので、はい、ではじゃあ第1部これにて一旦終了ということで、はい、でそのまま第1部のですね、第2部への橋がかりといたしまして、自己紹介は一旦置いてですね、一聴衆として、安野さん本島さんの方から第1部のお二人への、コメントなり質問なりというのを一言いただいて、で、応答が少し生じても大丈夫ですのでいただけたらと思います。ありがとうございます。そうですね、質問をぜひしたいなと思ったのが、文化の存続をしていくことの意味って何か
どういうものがあるんだろうなっていうところを思いまして、なんかもしお二人からお伺いできれば。じゃあ私の方が、そう、存続の意味っていうのを、ずーっと、ある種考え続けてるわけですよ。我々はなぜ文化財を保存しようと言っているのかって。お寺のお坊さんなんかはですね、やっぱ禅宗、もう仏教って基本的に物を残さない宗教なので、滅びるに任せるって言われた先生とかがいたらしくて、でもやっぱりこうやっぱどうしても抽象的な話になってるんですけれど、こういうのって人をあえて物ではなく人を主体に見た時に、こう人と人とのバトンリレーをやってるようなものなんだろうなっていう、こう人のやっぱ人間って死ぬわけですよ。私は25年後はさすがに生きていたいんですけれども、やっぱり50年100年生きてるかわからないっていう中で、やっぱり自分のその大切に思ってきたものを残したいっていう思いが発生するわけですね。でそれはどちらかっていうと前の親の世代だったりとか祖父の世代だったりとか、祖母の世代だったりとかから引き継がれてた、京都の人間本当に地元大好きなのでお祭りとかの思いっていうのを愛着とかがあって、それを引き継いでいきたいっていう思いがすごくありますね。そこは非常に私も同感なんですけども、私も一つなんか面白い例だなと思ってね、やはりその文化もいるいらないで言うとね、やはりその時々でやっぱりいろんな立場の方がいて、その感性で向き合うと当然やっぱりいや自分にはいらんなとか、なんで文化を守らなあかんねんって話になるわけなんですけども、やはり例えば例えとして言うならば、例えば図書館を思い浮かべていただくと、自分がいる本っていうのは本当に数冊なんですね。だけどその他にも決して手に取ることがない、いつか手に取るかもわからない、手に取ってもらうかもわからないっていうような本がたくさんあると、そういったことに非常に近いのかなと。だからその非常にいろんなもののストックといいますか、やはり人間が人間たるべきいろんなものの要素っていうのがそこに詰まっている。だからやはり経験にやはりそれを何か消してしまうとかっていうことではなかなかない、そこに何かが宿ってるっていうような感覚が非常になんか例えとして面白いなと思ったんですね。ありがとうございます。あと一問だけ聞いていいですか。その文化を残していくって言った時に、その文化を今後受け取っていく人、消費していく人っていうのは人類である必要はどれくらいあると思いますか。つまり宇宙人でもいいのか、他の動物でもいいのか、 AI でもいいのか、人である必要ってどこまであると思いますか。確かに私今人って言いましたけど、人じゃなくてもいいですね。でもそれは本当に感じていて、人じゃなくてもいいなっていうのはなんでかっていうとですね、京都っていうずっとみんな脈々と京都人が受け継いでいるかのように思われるかもしれませんが、実際はそうではないです。やっぱ京都以外の町から来た人だったり外国の方だったりとかが京都の文化だったりそういう伝統文化に触れて、ここは居心地がいいって居ついてくださったりとかしてくださった方がいたりとか、あとはですね、やっぱり例えば京都工芸繊維大学の研究なんかだと動体力学動作力学とかでモーションキャプチャーで動きのデータを取ったりしてるわけですね。だからもうデータに継がせてるっていうのもあるので、人ではなくてもいいと思っています。そうですね、だからそういう別のつなぎ方といいますかね、やっぱり必ずしも人である必要は僕もないかなと、そうなってしまう分野が多分これから出てくると思うんですね、実際に。だからそういう意味で言うと確かにそういったことを自分で取り組むことによって得られるものももちろんあると思うんですけれども、単にその事象をつなぐということだけであればその人である必要はもちろんないかなと。今おっしゃったみたいに京都もいろんな人を受け入れて、外国の人も受け入れて、でやっぱつながってきてる、そういうこれからもしかしたらさらにそれが AI だったりいろんなロボットだったりっていう可能性もなきにしもあらずかなというところは思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。僕からもちょっとそれに続けたご質問っていうところになるんですが、そのなんか前提として先ほど遊ぶっていう話、遊びが足りないみたいなところの話いただいていたんですけど、僕もなんかいろんなものは結局伝統文化も工芸もなんか残したいから残したい人が残すみたいな、やりたいからやりたい人がやるみたいなところに本質があるのかなっていうふうに思う中で、でも今っていろんなものがちょっと堅苦しくなりすぎて、しかも昔であれば隣のそのおっちゃんがその担い手だったからなんかそこに遊びに行って触れるだったりとか物を使うみたいなところがあって、結構
手に取りやすく遊びやすい環境にあったのかなと。でもそれが今いろんな形でこう離れすぎていて、結局それ自体がそのやるっていうこと自体、触れる、継ぐみたいなこと自体が目的になりづらいような感じになってしまってる中で、なんかそこがうまく手に取れるような形にどんどんなっていったりとか、その役割みたいなものがどんどんここの部分は他の人も関われるよねみたいな感じになるといいんじゃないかなっていうのをすごい思ったところでした。でその中でじゃあ何を今、まさに当事者として次につなげたいというふうになった時のその継ぎたい中身って一体何なのかなっていうのをちょっと思いまして、もの自体なのか、なんかその手法的なとこなのか、哲学的なとこなのか、さっきのデータみたいなところの話もありましたけど、なんか一体こう文化の中身のじゃあ一体何を継ぎたいのかみたいな風な思いをちょっとお伺いしたいなと思いました。その僕が常に今意識していることで言いますと、やはりその単なる知識とか技術っていうことだけだとですね、例えば装束のいろんなややこしい式体とか細かい呼び方知識っていうのはもう言うなれば辞書を引いたら分かるという、辞書のみならずもう教えてもらえる、読み込ませたらそういう時代になってるわけですよね。で技術もそれなりにこう取り組んでですね、お稽古すればもうできるようになると。じゃあやっぱり何をやはり伝えたいのかというと、やはりそこの背景、なぜそれがこうつながってきたんだろうかとか、やはりそこに何がこう込められてるんだろうかとかっていうことをやはりそれぞれにやっぱり考えていくっていうこと、その行為をするっていうことがすごく大事なんだろうなと。だからそれは本当に思想や哲学というものに通じていくもの、その普遍的なものっていうのをやはり時代が変わってもどうやってそれを自分なりに伝えていくのか、で周りの人にも考えていただくのか、そういった環境づくりっていうのが私の家とかその周りにとどまらないことだと思いますけども、非常に大事なのかなと日々思っています。本当にそれはそうで、研究していると思うのが、残そうと思って残した人がいた文化っていうの結構残ってたりするんですけど、江戸歌舞伎だったりとか、ただ上方歌舞伎とか特に大阪でこういう話するのどうかなと思うんですけど、大阪の文化全然残ってないんですよね。大阪の歌舞伎だったり浮世絵だって、大阪浮世絵っていうもう一大ジャンルであったはずなんですけれども、もう全然知られてないですし、多分おそらく江戸の浮世絵よりかは捨てられてると思います。っていうぐらい大阪って実は文化都市なんですよ。ですごい画家とかも有名な人がたくさんいたんですけれども、やっぱりそういう大阪の新しいその側面としてやっぱ新しいものがどんどん入ってくるところだった。そもそも港があってっていうので、やっぱ古いものっていうのがどんどん抜け落ちていく都市ではあったんですよね、構造的に。でそこで残そうっていう人があまり他の文化のところほど現れなかった。やっぱ商業都市としての側面がすごく強かったっていうので残らなかったんですよね。でも今そこから何十年も経って、やっぱり大阪は文化都市であるっていう風な言い方をする先生たちとかが現れ出してきていて、でその記憶がなんでかっていうと、彼らの大先生とかに記憶が残ってるんですね。文化都市だった時代の記憶っていうのがあったりとかしていて、でやっぱそういうやっぱさっきもちょっと言ったんですけど、やっぱ愛着があるものなんでしょうね。その形を残したいのか、スピリットを残したいのか、ものを残したいのかっていうよりかは、その自分のが体に馴染んできた愛着があるものを残していきたいっていうのが本当のところの本音なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ちなみに愛着があるものっていうとどういうものがあるんですかね。愛着があるって言って、やっぱすごい京都人って基本的に自分の京都のそういう文化嫌いだったりするので私はすごく実は嫌いだったんです。茶の湯なんでそういう家に生まれたからってやらないといけないんだとか、なんで和菓子屋に生まれたからといって和菓子を作らなきゃいけないんだよとかちょっと思ってたところがあったんですけど、やっぱり年齢を重ねて、で伊藤若冲っていう画家は最もある意味京都らしくない絵を描く画家だったので興味持ったんですけど、この人も多分同じような気持ちちょっとあったんじゃないかなとか思ってる時に、だんだんなんというか、やっぱり人間子供の時に馴染んだものっていうのが体になんていうか馴染むんでしょうね。なんかやっぱり戻っていくというか、やっぱり自分のそういう茶の湯だったり
和菓子も作れないんですけど、食べるのは好きなのでよそさんのお店買いに行ったりとか、やっぱその自分の家の根幹的なものには愛着を感じますね。ありがとうございます。なんか本当こう日本の、僕も弓道とかやってたんですけど、やっぱなんかその所作だったりやることの中にいろんな哲学がこう含まれているなと思いますし、なんか非常にあらゆる行動とか所作ってすごい合理的だなと。なんか日本の文化って非合理みたいな文化というか、なんかいろんなものが非合理だみたいな風に言われたりとか、役に立たないみたいな風に言われる、その役に立つ非合理合理みたいなところの単純にその初期設定がただ違うだけみたいな、その何をもって合理とするかの価値基準が違うだけみたいなところの中においてはすごいなんか合理的で、そのまさになんか行為を通じていろんなものをこう学ぶ、考えることができる。でそういうことを突き詰めている人たちがなんかいっぱいいるっていうのがとても僕はなんか嬉しいですし、美しいなと思いますし、なんかそれするとすごいなんかいいなって思う人すごい増えるんじゃないかなっていうのはすごい思ってるところでした。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは安野さんと本島さんのトークは後半の方に、さらに深い話をしていただくことにして、その間をつなぐような形でですね、今回は琉球舞踊と琴の実演をしていただく時間を設けております。こちら山科さんの方からご紹介お願いいたします。この度ですね、1部とこの3部のつなぐ形で2部に琉球舞踊の方をお二方今日はお招きをしております。高井さんと町田さんになります。どうぞこちらにお越しください。お二人との、出会いですね。そもそもなぜ琉球舞踊をこちらに、という話なんですけども、実は今日後ろの席にいらっしゃる川瀬直美監督実はこのパビリオンね、大阪の方皆さん行かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、実は監督のご紹介でお二人にお出会いしたのが2年ほど前になりまして、で私自身もその琉球の文化っていうものに非常に個人的に関心を持っていた時にですね、お二方にお出会いするご縁がございまして、でそれからちょっとお声掛けをさせていただいたということで、今年はそうですね、戦後ちょうど80年っていうことになりますし、私としても、京都に住んでいる人間としてまして、実は琉球の文化っていうのは日本いろいろ各地ございますけども、やはり文化のエッジが効いてるといいますか、やはりその元々の成り立ちも琉球王国という王国があって、でいろんな海外の文化を輸入してこう育んできたっていう、こういった土壌って非常に京都と琉球も近いなと個人的にも思ってはいるんですけれども、ちょっと改めてちょっと高井さんの方から琉球、舞踊琉球の文化っていうのを少しだけご紹介いただけますかね。はい、改めまして、琉球舞踊の高井健太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様はじめまして、琉球総曲という沖縄の琴を演奏しております町田典人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今お話にありました通り、琉球の私は舞踊をやっておりまして、こっちは琉球琴をやっています。琉球の芸能の歴史を少しだけご紹介させてください。琉球はですね、琉球の舞踊はですね、今から遡ること約300年400年ぐらい前、沖縄県がまだ琉球と呼ばれる国だった頃のお話です。当時踊り奉行と呼ばれる士族の役職がありました。そんな踊り奉行が中国からのお客様である殺法師と呼ばれる人たちや薩摩の役人をおもてなしする際に演じていられたのが琉球舞踊です。で中でも王朝時代のものを古典舞踊といいまして、明治時代に生まれたものを雑踊りと書きまして雑踊と言います。雑踊がありまして、そして戦後になると、創作舞踊と呼ばれる新しい作品が生み出されています。ざっくりなので申し上げると、琉球舞踊ね、3つジャンルがあります。王朝時代に育まれた古典舞踊と、雑踊り、雑踊と書いて雑踊があります。そして戦後育まれた創作舞踊がございます。
今日はせっかくなので、琉球舞踊をご覧いただきたいと思いますが、まずはじめに、明治頃に誕生した、象類の中から浜千鳥という演目を皆様にご覧いただこうと思っています。紹介しても、はい、よろしければ内容を、はい、お願いします。歌の内容をじゃあ。はい、浜千鳥、沖縄では千々屋という愛称で親しまれておりますが、一言で申し上げますと望郷の念を歌った歌、そして踊りになります。旅先で故郷を思って、故郷の家族だったり友人、恋人を思って寂しくなっている時に、浜で泣いている千鳥に自分の思いを託して歌われた歌に踊りが振り付けられて、今回はそれを手踊りで表現する踊りになっております。印象的な歌詞がありまして「トゥケアフィジャミティンティルチチアフィトゥチアマンナガミウラキウヌスラヤ」と呪文みたいに聞こえるかもしれませんが、沖縄の方言なんですけれども、海を隔てていても照るお月様は一つだと。で、あそこのあの人も見ているだろうか今日の月はというふうに歌われておりまして、何と言いましょうか、今の生きる私たちも同じと言いますか、月とかなんかあの人元気かなとか、ふとした瞬間に自然のものを見て大切な人を思うとか、そうしたなんていうか普遍的な思いを我々の先人というのは歌にして、そして踊りにして、残してきているわけで、それこそ先ほどお話にありました川瀬直美さん、そして組合の皆さんとご一緒させていただいて、去年のですね2月でしたかね、はい、パリとそしてコルシカ島の方で公演をさせていただいたんですけれども、その時もですねこういったふうに、月をテーマにちょっと琉球の芸能を披露しようということだったんですけれども、一つの歌をとっても踊りをとっても、我々の人間っていうのは感動できる心っていうのを共通して持っているよねということを再確認できるような公演で、今回のこの千々屋も浜千鳥もまさにそういうような内容の歌になっております。人間が人間である理由というか、同じ感覚を持った人間だよねっていうのを確認できるような、そしてそうした思いをですね我々の先人が受け継いできた内容になっています。はい、そういった意味では一つの沖縄の伝統芸能として琉球舞踊をご覧いただきますが、同じ月を見ているその思いだったり普遍的な思いっていうのは、もしかしたら皆さんも、そして人類全てに共通するといいますが、言語が違っても文化が違っても国が違っても共通する、ある意味共通言語のようなものが私たちのやっている伝統芸能にもあるなと感じている次第です。せっかくなので、今ね千々屋っておっしゃったんですけど、千々屋って沖縄のね私たち舞踊家とかはよく言うんですけど、浜千鳥っていう題なんですけど、千々屋って言ってるのは林の部分に浜打ちちゅいちゅいなっていう独特なフレーズがあるので、そこにもちょっと注目してご鑑賞いただければなと思っています。ありがとうございます。今ちょうどね、先ほど我々お話ししていたちょっと時間軸のお話とか、まさに同時代性であるとか、そういった話も非常に関わる話だなと思ったんですけども、ちょっと多分おそらく後ほど多分ご紹介できないと思うので、この装束というかいでたちと、あと楽器のご説明もちょっと今のうちにちょっとしていただかないと多分ないかなと思いますので、少しだけお願いします。はい、僕がはい、この衣装ですけれども、沖縄では黒蝶八町と呼んでいます。黒蝶衣、朝に衣と書いて黒蝶衣、そして八町は方言読みしておりますが鉢巻きのことです。昔はターバンのような形だったんじゃないかなと言われております。この鉢巻は色によって位が分かれております。我々が普段かぶっておりますのは黄色ですけれども、今でいうと中間管理職ぐらいの位置じゃないかと言われております。で、沖縄のですね特徴がいくつかございまして、まず一つはこちら帯なんですけれども、ウフービトを
大きい帯と書いてウフ帯と我々呼んでおりますが、6、7メートルぐらいの一本の帯をくるくると巻いてこのように前で結んでおります。はい、そしてもう一つ特徴なのは袖なんですけれども、筒袖というふうにこちらの和装は閉じておりますが、はいね、時親さんのも閉じてると思うんですけど、我々のこちら開いて筒袖になっておりまして、高温多湿な沖縄の気候に合った装いになっております。でこちら高井さんの衣装は、士族のカジュアルな装い、こちらが正装だとすれば普段着といったところでしょうかね。はい、こちらも朝ですとか、それから芭蕉の涼やかな生地を使って同じく筒袖、そして前に結ぶ名結びと呼んでおりますが、前に帯をするというのが沖縄の伝統的な装いの特徴です。ありがとうございます。やはりちょっとね、随分とこうね、後ろに本来私も今これやってますけど、前に来てたりとか、本当にこの我々今の日本人の着る着物は基本的に小袖ですけれども、それがこういう形で袖って面白いですよね。ありがとうございます。では、浜千鳥ですか。まず第1曲目、今日は2曲ご披露いただくということで、後ほど2曲目のお話は後ほど、していただくということで、じゃあ1曲目のご準備よろしくお願いいたします。
ちょいちょいな時計やフィじゃみてんてろちやれちやフィとちあまんながみよらきおのやれきおのそらや地上ややあまおてちょいちょいなしばきびておかばしばしやればといもりまだきびておかばまたんやれいもりしのば地上ややあまおてちょいちょいなどうもありがとうございました。もう非常になんか心が琉球の情緒に満たされまして、皆様心で月を感じていただけたかなと。どうでしょうか。はい。で今ちょっとこれから少しね2曲目のご準備もあると思うんですけれども、ちょっと先ほどこっちですね。はい。すみません、ありがとうございます。お聞きし忘れたんですけれども、こちらのお琴のちょっとご説明ももしよろしければ。はい、お願いできますか。そうですね、琉球のことについて今からご紹介しますね。その前にちょっと琉球舞踊について私もご紹介していいですか。琉球舞踊、今見ていただいた「浜千鳥」という演目がいわゆる女踊りって呼ばれる分類になるんですけれども、私、神奈川県出身で日本舞踊をやっていたことがあって、その時のいわゆる女性像っていうものの違いとかもかなり明白にあったりして、例えば日本舞踊で女立ちっていう基本があるとしたら、女立ちっていわゆる女性を表現するんですね。足を内股にして肩をなで下ろして
いわゆる女性らしさを求めるんですけれども、琉球の舞踊とっても面白くって真逆なんですね。女立ちって言ったらガニ股にして足を広げるんです。今踊ったチジヤもそうだったんですけど、女立ちっていう一つの基礎基本についても日舞では内股にするのに対して琉球舞踊ではガニ股にして、女立ちというものを表現しているわけです。これねすごく面白くって、本当にいわゆる女性を表現したいのであれば、前者の方がいいのかなとかって思ったりもするんですけど、琉球の特徴かなと思っています。やっぱなんか生活様式とか所作のやっぱりなんか理由があるんですよね。そうですね、諸説ありなんですけれども、一つは空手の元になったトゥーティーっていうものの影響じゃないかとかっていう話もありますけれどね。武術の型みたいなものが。そうです、はい。なるほど。で女性も結構なさってたんですね、昔から。そうですね、はい。そんな影響もあって琉球舞踊まだまだたくさんの作品があるので、いつの日かぜひ触れていただければなと思います。本当はいろんなご所作がね、多分見どころたくさんあると思うんですけど、一つはこの足さばきっていうか、これは一つ見どころだということで、見どころでした。ありがとうございます。そしてこの今表現していただいたお琴ですよね。お琴についてはじゃあせっかくだしちょっとマイクを回しして。はい、琴ですけれども、皆様がよくご存知のお琴と全く同じものでございます。で、沖縄、当時は琉球でしたけれども、約300年前に薩摩の方から楽器とともに楽曲が10曲ほど渡ってまいりました。で、三線音楽と結びついて沖縄独自の様式に、昇華されていって現在の形があるんですけれども、その300年前に入ってきた楽曲10曲のほとんどが現在は本土の方にこちらの方に残っていないということで、日本の箏曲史を知る上でも、琉球箏曲というのは貴重な伝承として、現在、といった形でございます。それほど昔からねやっぱり交流があって、しかもそれが沖縄で残ってるっていうのはなんか神秘的ですね。そうですね。でまた楽器そのものは同じと申しましたが、こちらは飾り事と申しまして、少し琴全体に螺鈿でしたりとか蒔絵の装飾が入った、本土の方では、江戸時代近世頃から出てきたお琴と言われておりまして、女性の嫁入り道具として大名の娘さんたちに愛好されたと言われているんですけれども、沖縄の方では格式の高い舞台ではこの飾り事で弾くのが慣例となっておりまして、今日格式の高い舞台ということですね。今日はもうぜひと思いまして、沖縄から運んでまいりました。でまたあと一つですね、楽器そのものは本土のお琴生田流山田流と同じものを使っているんですけれども、沖縄の特徴的な様式が大きく2つありまして、一つは針を全体的に緩く張っております。弦の針ですね。また爪の形がちょっと見えづらいかと思うんですが、こうやってやったら分かりやすいですかね。こうしたらちょっとですね、角のない丸い爪を使っております。角がなくって弦をとっても緩く張っておりますので、温かくて柔らかい音色が特徴です。楽曲もそうなんですけれども、生田流や山田流、こちらのお琴が四季の移ろいを表していく音楽だとすれば、琉球箏曲は温暖な気候といいますか、その穏やかな風土に合った音色っていうのが特徴です。そういったところがちょっと柔らかさが出る工夫が随所にあるという作りからねあるということでお話です。これからご披露いただくのはお琴だけの演奏っていうお聞きしてますけど、どういった演目になるんでしょう。琉球古典箏曲源氏節という曲で、先ほど申し上げました薩摩から渡ってきた10曲のうちの一つです。歌詞がですね、和歌、それこそ薩摩から渡ってきましたので和歌で、源氏羽衣伊勢物語数の諸冊の恋の文というふうに歌うんですけれども、意味としては結構簡単なんですが、源氏物語、羽衣物語、伊勢物語にはたくさんの恋の文が読まれておりますというふうに歌われているんですけれども、この曲がすごく琉球箏曲が
総曲が琉球へと渡ってきた歴史をロマンあふれる歌だなと私は感じておりまして、その1700年代の琉球っていうのはそれこそ中国清国に対しての冊封体制と、それから薩摩に対して幕藩体制の中の薩摩の付属国として2つの国にいい顔をしながらやっていたわけなんですけれども、そうした背景の中で将来役人になるべき士族の子どもたちは12の芸術を身につけなさいというふうに王府のお触れが出まして、例えば生け花とか乗馬、それから書道、それから能の歌い、あとは陶楽、中国の。で、そうした中で薩摩に赴いた琉球の役人がこのおこと、そしてこの歌詞と出会った時に何て言いましょうか、将来自分も外交官になっていくんだっていうようななんか意思を持ってこの歌に接したんじゃないかなというふうに私は考えておりまして、なんて言うんでしょうか、そういう歴史ロマンを感じる歌だなと。国際性の教養素養としながらも、あとやっぱり恋の気持ちっていうのはある意味普遍的な部分もあるだろうということですよね。でまた今回ですね、琉球総曲のみでの演奏なんですけれども、沖縄県内においても琴だけで琴を弾きながら歌うっていう機会がなかなかなくて、普段は三線の伴奏楽器としての役割がメインなので、先ほどのように歌って踊りを踊っていただくとか、琴だけで読書をするっていうスタイルは沖縄ではほとんどないんですけれども、今回は結構特別にといいますか、かなり珍しい形でのお届けとなります。ありがとうございます。じゃあ楽しみに拝聴したいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。
さつのか町田さんありがとうございます。そしたら高井さんも最後ご一緒にご挨拶をしていただきたいと思います。本当に今日は昨日ハワイから高井さんいらっしゃったということを先ほどお聞きしましたけども、本当に楽器もね運んできてくださってわざわざ今日は夢島までお越しいただきましてありがとうございました。これで高井さんと町田さんはこちらからで退場ということになります。第3セッションに向けて心が和らぐ時間をいただきまして、第3、セッションに次つなげていきたいと思います。今日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。それではバトンを受け継ぎましていよいよ後半の方に行っていこうと思います。今しがたを行っていただきました琉球の舞踊というのは、トークの中にもありましたように本堂の方ではついえた曲が琉球の方に渡ってその琉球で受け継がれ、そして琉球舞踊というものがそもそも艦隊のものとしても行われるという話もありました。艦隊のものとしてついえた文化を琉球で受け継ぎ、その受け継いだ
曲をまた再び本土でこうして万博の機会に披露していただくという受け継ぎ方をこの場で披露していただいたわけです。そういう文化のあり方をつないでいく、人と人の思いがつないでいくものだというものも前半のトークでありました。そうしたことを踏まえてですね、一つ一つのセッションがある意味橋渡しであり、次の時代に向けての思いをつないでいくものでもあると思っています。それでは第3部後半の方のセッション、安野さんと本島さん、まず自己紹介をそれぞれ簡単にお願いできますでしょうか。安野さんの方からお願いいたします。皆さんこんばんは、安野貴弘と申します。私はですねソフトウェアエンジニアで、特にソフトウェアの中でもAI に関するエンジニアをやっておりました。で、かつもう一方で SF 作家っていうのをやっておりまして、ここでもですね AI がある種活躍する、あるいは問題のなんでしょう、大きな一端になっているようなちょっと近未来の話を書くことが多いんですけれども、そういうソフトウェアエンジニアとして、あるいは SF 作家として、テクノロジー通じて未来どうなっていくんだろうなっていうのを考えるっていうことをいろんな角度でやらさせていただいております。で、最近で言うとですね、去年の夏に東京都知事選があったんですけれども、そこでもですねテクノロジーを通じた東京都づくりっていうのができるんじゃないかということで、もろもろ提案をさせていただいていたというところでございます。本日すごく楽しみにしておりましたし、第1部も第2部の素晴らしい演奏、素晴らしい、踊りを拝見させていただきまして、すごいなんでしょうね、高まっております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本島さんお願いします。ありがとうございます。こんばんは。本名本島幸太郎と申しまして、あだ名マックと呼ばれておりまして、マックちょっと大阪で大変恐縮ですけど、マクドナルドによく行ってたらそういうふうに呼ばれるようになったというところで、はい、マックで覚えていただけると嬉しく存じます。もともと今もそうなんですけども、東京で弁護士をしておりまして、特にテクノロジー関係でしたりとかスタートアップ、さらにはそういったスタートアップテクノロジーに関連するような政策作りでしたりとか法改正、そういったところを専門にしておりました。特に一昨年昨年と、Web3、暗号資産でしたりとかブロックチェーンといったような領域で、そこで使われていた自立分散型の組織、どっかトップがいて、そこに紐づくピラミッド型の組織ではなく、より目的に応じて、フラットだったりとか、それぞれがそれぞれの役割で動いていくような、そういう組織形態がデジタルの領域ではあったんですけども、そういったものをリアルのもう少し、例えば古民家をみんなでコミュニティで資金調達して運営しながら、どんどんとなんですかね、事業として成り立つような形だったり、持続的に価値が生まれるような形にしていこうでしたりとか、こういう文化の領域だったり農業だったり、そういったところに使えるんじゃないかというところで、そういったところの政策家のお手伝いみたいなのを自民党の中でさせていただいたりとか、実際に昨年法改正させていただきまして、日本 DAO 協会と DAO っていうんですけど、ディセントラライズドオートノマスオーガニゼーション、その DAO 協会を立ち上げ、事務所も辞めて香川に移住をしまして、で今日本全国30から40ぐらいのそういうDAOコミュニティで何か事業をやって、それを持続的に価値を生み出せるようなものにしていくというプロジェクトを30から40やっております。でそれ以外にエンタメ×AI の会社のお手伝いとかも戦略部分、法務部分させていただいておりまして、先ほどAI で担える部分がいろいろあるんじゃないかというところで、さらに先ほどアニメの話もいただいていたんですけども、僕ら今特にアニメに力を入れておりまして、日本のアニメ漫画というものは世界を平和にできるだけじゃなく、新しい可能性を作っていけるんじゃないかというところで、そういったところのお手伝いもさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして後半モデレーター酒井一斗がお届けします。よろしくお願いいたします。プロフィールご紹介いただいた言葉を聞いてもですね、前半とのかなりの大きな違いを感じられたんじゃないかなと思います。なぜこのようなセッションの構成をしたかと申しますと、
前半の方で現在の文化にまつわるこれまで受け継がれてきたものをどのように現状を認識しそれをまた実践しながら受け継いでいこうとしているかという取り組みを実際に担われているお二方からそれぞれが関わっておられる分野においてお話を伺ったわけです。そしてそのトークの中でもありましたけれども、文化というものは大概ですね、内側で閉じた話になってしまってみんな危ないという危機感を担い手の中では共有しているのだけれども、それが外側に伝わっていかなかったりだとか、なぜそんなに文化が危機感があるのか、そしてそれを守っていかなければならないのか、安野さんの質問にもあったようにですね、そのことが広く伝わっていかないということ自体が問題だというふうに思います。で現代人が認識しづらい領域というものとして文化があって、でその文化というのはかつて自然環境であったり人の暮らし営みと密接に結びついてエコシステムを形成していたものであるにもかかわらず、そこが認知されないことによってほころんでいってしまうエコシステムの形があって、それは文化だけにとどまらない問題を現代に生み出しているのではないかというふうに思うわけです。こうした問題を後半の方ではお二方にですね、お二方それぞれこれからの社会における新しい民主主義の在り方のアップデートであったり、社会のシステムの作り方をこれまでの在り方ではないアップデートされた形の在り方を作っていこうとしておられるお二人だと思っております。なのでそのお二方にそれぞれどのようにその前半であった文化の話を捉えて、それをこれからの社会に搭載していくのか、どのようにその文化というものを我々が捉えていけばいいのかというお話を伺っていければと思っています。そしてですね、第1問目は問いかけを特にせずに、すでに前半の方でいろいろな言葉が飛び交っておりましたので、その言葉を受けて今お二方の中にそれぞれ溜まっている言葉をお話しいただくというのが一つ目の問いになります。ぜひ安野さん、本島さん、どちらからでも。じゃあ、はい、僕の方からちょっとお話しさせていただきます。ちょっと手元でメモしていたのをちょっと踏まえてお話しできればなというふうに思います。先ほども申し上げたところにありますけども、日本のいろんな、日本だけじゃないですね、世界中のいろいろな文化と呼ばれるようなものでしたり、伝統的に続いてきたものっていうのはとてもそこの国だったりとか価値観においてはかなり合理的に洗練されたようなものだなというふうに思っております。でそういった時で見た時の役に立つ役に立たないみたいなものはなんかやっぱどっかには結果として役に立っていたからそういうふうになってるんじゃないかというふうに思う部分がとても多く、で逆になんか無理に役に立たせようとするとどうしても歪んでしまうみたいなところにあるんじゃないかなというふうに思っています。で僕自身そういった政策作りでしたりとか、さらにはもともと一番最初に立ち上げた先ほどの DAO というコミュニティはルールメーカーズ DAO というDAO コミュニティの形で政策を作って、それを政策の提言をして政策化していくというようなものをやっておりまして、そこでやったことはもう理想の形を描こうと。で理想の形を描いて、そうするとそこはみんなで結構合意が取れると。いろんな人でディスカッションしてステークホルダーを巻き込んで合意を取った上で、じゃあ次最初は何をしていくかというロードマップを描いて、ステップバイステップみたいなところをやっていこうということをすることで、かなり政策化がしやすかったり前に進むというのが、実際にやってみて分かったところでありまして、そういったベースにあるようなまさにこの理想的な形っていうものが描かれた時に、そこに向かっていくステップっていうのはすべからくある種合理的なものになっていくと思うんですよね。なのでそういった描いていく先ほどもエコシステムっていう話していただきましたけど、そういったものをしっかりといろんな人で揉んで作っていくっていうことで、そこにおそらく根源的な合理的なものみたいなものがあるはずだなというふうに思っておりまして、その世界におけるでそこに合わせた政策みたいなものだったりアクションみたいなものが必要で、今はもう目の前のものを解決していくっていう感じで、アクションだったりこのよくわからない補助金みたいな
もうなんか本当に目的とするところから全然違くないみたいな、逆にそういったものがカバーされてないみたいなものが結構生まれてきちゃうんじゃないかなっていうのを非常に思ったので、そこのこう大元の部分っていうのをなんかしっかり話してきたりとか、そこを見つけていくんだっていう意識をみんながなんか持てるととてもいいんじゃないかなっていうのを思ったところになります。質問してもよろしいですか。はい、今の話すごい面白いなと思って聞いてたんですけれども、すごい抽象的なレイヤーでは確かにそうだなって思う一方で、具体的にどうすればいいんだろうっていうのは結構難しいなと思ってまして、なんかなんかよくわからない補助金じゃなくて、むしろカルチャーの本質的なものを捉えた上でのなんかそれを支えるルールメイキングって、例えば具体例で言うとどういったやり方があるのかなとか、そこら辺って何かお考えとかってありますか。ありがとうございます。そうですね、すごいこの領域、文化的なところの領域から考えるのがすごい難しいところなんですけど、一つはその世界において、例えばこう関わられている、山科さんでしたりとか太田さんでしたりとか、すでに動かれている方がいた時に、なんかどういうふうに、その理想的な形の中ではその人自身が動いているのかみたいなのを結構想定をしていくと。でその人たちが、将来的にはこうで今はこうでみたいなステップとかもあったりするわけじゃないですか。その成長していくみたいなところを描いていった時になんか必要な支援でしたりとか、必要な支援だったり、必要な制度だったりとかみたいなのが結構想定されるなと思っていまして、これをやったのは、文化ともかなり近いんですけど、いわゆるソーシャルセクターと呼ばれるようなNPO でしたり一般社団法人、社団法人公益法人といった、なかなかこうお金にはなりにくい、いわゆる、そのサービスを受ける人がお金を払わないようなパターンで、テクノロジーでなかなか解決し得ないような領域の人たちがどうやったらやりたいことがちゃんと実現できるような世界になるか社会になるかっていうところを、まさにこのエコシステム、人の動き、いろんな会社でしたりとか個人でしたり大学でしたり組織だったりとかがどう動いていくのがいいのかみたいなところを考えてた時に、そういうソーシャルセクターもなんかスタートアップ、僕がもともと専門にしてたようなスタートアップと同じような成長モデルみたいなものが描けて、それはスタートアップ的なお金を売り上げをひたすら伸ばしていくみたいなものとは違った、信用を積み重ねていくみたいなところに結構つながるようなものなんですけど、そしたら一番最初って信用ゼロからスタートすると。そしたら信用ゼロの状態から信用がゲットできるまでに必要な助走をするためのなんか目的がかなり緩い助成金みたいなの必要だよねみたいな話とかがあったんですよね。でそれを提言させていただいて、結構それをベースとしたようなものができつつあるみたいなところで、ちょっとなんですか長くなってしまったんですけど、そういったなんか具体的にその中で人がどう動くか、組織がどう動くかみたいなことを想定していくと、結構具体的にこれ必要だよねみたいなのが見えてくる部分って結構あるんじゃないかなってのは思ってるところです。なるほどなるほど。いやめちゃめちゃ面白いな、すみません質問して面白いなと思って聞いててですね、おっしゃっていたソーシャルセクターにおいて、例えばある種のルールメイキングとか、その公共財を作るためのお金をどこから補助金で出していくっていうのは、これなんか合理性でかなり説明できると思うんですよ。つまり公共財、例えば橋とかってあった方がみんなハッピーになるけど、橋で儲けられる人いないから、それってその民間がやるのはなかなか難しくて国がやらないといけないよね、みたいな話ってすごく分かりますし、私もやっているそのデジタル民主主義みたいな話がもっとできないか、ソフトウェアがある種公共財としてのソフトウェアっていうものがあるんじゃないかみたいなことをいろいろ考えてたりするんですけど、ただちょっと今前半の話聞いてて思ったのが、文化っていうものって、ある種合理性、今の合理性では説明しづらいところに存在するなとも思っていまして、それが果たしてそのソーシャルセクターの公共財作りであるとか、それと同じメカニズムでなんでしょうね、手当てができるのだろうかみたいなことはちょっと思ったんですよね。なんかそこら辺ってご意見とかあったりします？ありがとうございます。そうですね、そういう観点で言うと、結構教育をやっているような事業者さんでしたりとかを
を対象にしてたりしたので、かなり教育って長期的な目線で見た時に国がどうあるべきなのかみたいなところに近い話になって、国というかその地域だったりとかで、それってかなりこの伝統芸能だったり工芸みたいなところに近い部分があるなというふうに思ってまして、やっぱその中においてこう抽象化できるところだったりとかくくれるところは結構あると思うんですよね。要は全てのものを一緒くたに先ほど言語化すべきなのかどうかみたいなところだったりとかあるとは思うんですけど、で数値にすべきじゃないとか測る測らないとかあると思うんですけど、でもその中でもちょっと抽象度上げれば測れるだったり言語化できるみたいなものってきっとあるはずで、要はそのステップみたいなものだったりとかも結構想定できると思ってるんですよね。でこれはあらゆる領域に存在するのにきっとそうなんだろうというふうに思ってまして、だとしたらその一定のフォーマット化をしていくことによってそれを前提とした時にじゃあこういうのがいいよねみたいなのがある種合理的に出てくるんじゃないかなと。その経済合理性みたいな合理とは違った形の、こうするんだったらこうしようっていう当然のこの応答みたいなところが結構想定できるかなっていうのを思いました。ちょっとすいません抽象的です。いやそうなんですよね。その合理性が何らかの合理性が説明できるもの、それが儲かるっていうタイプの合理性じゃなかった、もうちょっと広い合理性だったとしても何らか合理性を持っているものに関しては救い取れると思うんですよね。ただ前半のお話聞いてた時にそれの合理性では少なくとも昔は合理的だったんだろうけど今の合理性では全く説明つかないものっていうより広い文化があった時にこの部分が救い取れるやり方っていうのが結構難しいなと思ったんですよね。で、ちょっと私の前半の応答というか頭の中にあった話をすると、一つ目思っていたのはこの部分に関して、まず一番最初の問いとしては果たして存続の仕方って書いてあるんですけど、存続させることにどういう意味があるんだろうなというのをまず思ったと。で一つ思ったこととしてはやっぱ情報が完全に失われるっていうことはその後世に対して良くないんじゃないかと思ったんですよね。ので一度生まれた情報パターンっていうものをなるべく取っておきたい。でそれはもしかしたら何かに使えるかもしれないわけで、広く捉えると生物多様性みたいな話と近いと思うんですよね。つまり一度生まれた生物種のDNA みたいなものは実は合理的に説明しようとすると、例えばある微生物のこの反応が実はものすごく役立った、プラスチック分解できたみたいな話とかっていうのはあったりするので、世界中のあらゆる時代の文化みたいなものをデータとして保存しておくことにはある種保険的な意味合いでの合理性っていうのは確保できる領域って結構広そうだなっていうのが思ったっていうのがまず一つで、そうするためにはそのデータ化であるとかあるいはその AI 化みたいなことがかなり実は使えるんじゃないかなと思いました。で文化の存続の仕方って言ってた時に、これ日本の話だけですけど少なくとも人口めっちゃ減っていきますと、めっちゃってほどじゃないか、2050年だと1億人くらいですかね、人口2000万人くらい減るっていう中で、少なくとも人間がある種達人であるとか職人みたいな形で伝承している限りにおいてはこれ6人が5人になっちゃうので、どうしても失われるものあるわけで、だからそこの部分を AI とかで補完していくっていうのは絶対やらなくちゃいけない話なのかなというふうな所感を持ちました。あともう一つあるのはさらにその文化を継承していく役が人間か AI かっていう話のさらに先に文化を受容する消費する、あるいはその残されたその文化データみたいなものを参照していく主体が人間から人間以外のものに変わっていく可能性もあるなと思ったんですよね。ので、これ最近聞いた面白い話として今 AI がその論文をめっちゃ読める能力が高まっていると。
でサーベイ論文と呼ばれるような、いろんな論文読んでまとめるくらいの能力って今のチャット GPT の O3 っていう一番最新のモデルだったら、十分にあるよねっていうふうに言われているわけですけれども、この時に実はそのすごいニッチな分野の研究してる研究者的に言うとこれめっちゃ嬉しい話だって言ってたんですよね。なんでかっていうと、正直そのめっちゃニッチな分野の論文書いてもそれを読んでくれる人間の数って10人もいないみたいな研究分野ってめっちゃいっぱいあるわけですよね。なんですけど将来 AI が参照してそこから知見をまた引用して作ってくれる可能性っていうのに開かれるわけなので、ある意味その人間に読ませるというよりかは AI に読ませる遠い将来かもしれないけど AI に読ませるためにこの論文書いてるって思えるっていうのを言ってて、すごいなるほどなと思ったんですよね。でこれとある意味近いことがその文化領域においても起きうるんじゃないかみたいなことをちょっと妄想したりしてました。いやめちゃくちゃ面白いです。ありがとうございます。いや文化ってそもそも滅んできたんですよね。長い人類の時代の変遷の中で権力者が変わるであったり国が滅ぶであったりすると、もう前の時代の文化というのは全て駆逐されるわけです。その意味で言うと今の時代というのは非常に文化が多発、人類が増えるとともに多発してで共にそれが残されてきて、非常に多様化した中でそれをどう受け継いでいくか、一つ一つがすでに危機の最中にあってという状況にあるわけです。これをどう捉えるかということですよね。話を伺いながら思ったのはその文化の多様性というものを生物多様性と比較しながら同じような形でひとまず情報として残していくっていうところを、この危機感の中であと数年でその文化が滅びていくという中でどれだけのスピード感を持って取り組むのか、それにリソースを割くのか、それを同時にその残した情報をどのようにその後世に生かしていくための窓を開けておくかっていうことが大事だなというふうに思ったわけです。安野さんの話聞きながら本島さん何か思ったことあったらぜひ。ありがとうございます。いや僕もデータアーカイブ化していく、これって人類がずっとそもそもやってきたことだと思いますし、僕も文化人類学やっていた中で大学の時、まさになんか他のところである N1 のものがなんか今になって役に立ってくるとか、別の時代の別の社会において役立ってくるみたいな、結構いろいろ今見られてると思っていまして、それこそ狩猟採集の時代、縄文時代だったりとかのものが今の時代使えますよねみたいなところで DAO とかかなり近かったりするんですけど、なんかそういったところの可能性ってもうすでに見出されているので、きっとそこはなんか残していくことにかなり説得的に話せる部分も多いんじゃないかなっていうふうに思いますし、僕は先ほどのおっしゃられていたその全部をいきなりは難しいかもしれないですけど、なんかちょっとずつその理想の範囲を広げていくだったりとか、関われるところをなんかできるところからやっていくと勝手になんかいい感じになってるんじゃないかっていうのを結構今思って、とりあえずやれるところからやろうと。でもやれるところからやるを一旦なんか理想的ななんか動き方みたいなのを定めて、そこに向かってちょっとロードマップを描いて一歩一歩進んでいく。でその中で当然その描く社会みたいな世界みたいなものは変わっていくんでしょうし、広がっていくのかもしれないですし、そしたらまたそれで変えながらやっていけばいいじゃんみたいな感じ。ただ今まではそこの見据える先みたいなのがあまりにちょっとなさすぎるんじゃないかっていうのが僕の大きな問題意識ですっていう感じです。一つ一つの個別具体の問題解決をしていこうとするともう本当に追いつかないという中で、それぞれの個別具体が持っている問題をメタ的に見た時に非常にパターン化して同じように問題を抱えているというのは文化に限らずさまざまな領域において通用するんじゃないかなと思います。それが一つの見方として文化における滅んでいくパターンというものを認識した時に、別の領域に文化ではない領域に活用できるようなメタパターンというのも生まれてくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。何か今までの話を聞きながらそのメタ的なパターンというところで安野さん思いつくことありますか？そうですね、いろんな文化を引き継ぐにあたって、
共通で起きている問題をどう解決するかっていう意味で言うと、これは別に文化保存の文脈とはちょっと違うんですけれども、 N イコールそんなに多くないけれども N イコール1ほど小さくもないみたいな少数派のアイディアみたいなものをどういうふうに認識するのかっていう問題が一つあると思うんですよね。っていう時に前回私が都知事選でやったアイデアの一つにですね、ブロードリスニングっていう概念がありましたと。これ何かというと、ブロードリスニングってブロードキャストの逆なんですよね。で、普通なんでしょうね、何か誰かが情報を流す時ってブロードキャストしがちなんですよ。一人の頭の中に考えていることを何らかそれを増幅する機会、このマイクとかもそうですけれども、あるいはそのラジオとか印刷技術とかインターネットもそれの使い道できますが、そういう技術を使ってわーっとたくさんの人にその情報を流すっていう、こういう増幅の情報の流れ方っていうのがまずありましたと。なんである意味この増幅の流れ方だけしかないっていうところがさまざまな問題っていうのを覆い隠してきているような側面もあったりしていたと思います。ただ一方で2000年代に入ってですね、インターネットであるとかソーシャルメディアとかスマートフォンとかをみんな持つようになってきましたと。なので誰でも好きなことを好きなタイミングで言える、発信はできるようになってきたんですよね。でただ0年代10年代ってまだみんな好きなことを言えるんだけれども、それをまとめる技術みたいなものがなくてですね、なんか情報爆発してしまっていたなと思います。で一方で2020年代に入ってそこのミッシングピースが埋まってきたなという感触がありまして、というのはやっぱり LLM、AI っていうものが人間の言葉をうまく読み取りながらそれを解釈して集約する、それくらいの知能を身につけてきたと思うんですね。でこうするとブロードキャストの逆のブロードリスニング、みんながわーっとなんかいろんなことを言っているのをうまく集約して一人の脳みその中に入れるっていう作業ができるようになってきたと思ってます。でこういうその情報の流れ方の今まで一方方向だったものを双方向にできる可能性があるっていうのはかなりいろんな領域において、それこそ政治領域でもそうだと思いますし、会社の中で例えば従業員がいろんなことを言っているのを経営層がどういうふうに認識するかっていうのもそうだと思いますし、あるいはその文化継承の観点で言うとなんでしょう、それをやっている少数の人たちの声っていうのをいかに他の人が認識できるような形で集約するかっていうのもそうだし、なんかいろんなところでこの情報の流れ方を変えるっていうのは使えるんじゃないかなと思ってますね。本島さん、言葉を引き継いでぜひそのまま。ありがとうございます。まさにこの今テクノロジーによってできることがどんどん増えていって、一方でそのテクノロジーによって情報があふれすぎていて、逆に聞けない拾えない、もうなんかむしろ無思考的にもう AI がおすすめしてくれたからもうそれで終わりみたいな感じにどんどん近づいていったりだとか、集約するっていうプロセスの中でもう結局なんか抜け落ちてしまうみたいな部分がどうしても今後はよりそこがピックアップされるようになるのかなというふうに思ってまして、どうしてもその AI にも計算資源の限界だったりとか、電力の関係だったり、いろんなもので効率化を図っていかないといけないっていうふうになった時に、全部が全部完璧ではないと。じゃあ完璧に近づけていこうというふうにした時に、僕はこの文化だったりとかこのそれぞれちょっとずつ違う合理性、価値観みたいなものが自体なのか、それが表彰する何か建物だったり、踊りとかアニメだったり作品だったりとかみたいなのかちょっと分かんないんですけど、そういうものがバンとなんかあることによってそこに一定の人たちが集まるわけですよね。でそれが一つだけだったりとか、人が選べるの一つだけですって話になると、いわゆるフィルターバブルと言われるような、もうなんかその中で増幅しちゃって逆に良くないみたいな話ありますけど、そこはなんかもう少し開かれていろんなものに所属をするっていう形ができれば、その中において先ほどおっしゃっていただいたような発信する、それを言うキャスティングとリスニングが両立しながらいい感じに抜け漏れというか少数の意見もその中でしっかりすくい上げられるみたいなところがなんかできるんじゃないかなっていうのを、今
ちょっと思いました。その今の少数派の意見がすくい上げられる仕組みを作るっていうのはやっぱ結構重要なことだと思ってまして、これちょっと他のところの例で言うと例えばスタートアップエコシステムっていうのは一つ少数派の意見を徐々にすくい取れる一つのいい例だと思うんですよね。で例えば例を挙げると、変なスタートアップってたくさんあったわけですよ。つまりAirbnb っていうサービスが例えばありますと。で Airbnb ってサービス0年代中盤くらいに生まれたのかな。でどういうサービスかっていうと、自分の家のカウチソファーを一晩だけ人に貸すっていうサービスから始まってるんですよね。で当時見も知らない他人にですよ、インターネット経由で自分の部屋のカウチを一つだけ貸すって相当に規定列なサービスに見えてたと思うんですよね。で実際その創業した人たちのブログとか読むと、もう投資家のとこ行っても何を考えてるんだお前はみたいな、そんなのにマーケットがあるわけないだろうと言われてた。めちゃめちゃ少数派だったわけですよ。それを信じてる人ってめっちゃいなかったと。でも実際にサービスやってみると意外と需要があって、でコロナ禍の前くらいまではものすごいこう世界的なスタートアップまで広がっていったわけじゃないですか。っていう例えばこの例を見ると、スタートアップエコシステムっていうのは最初誰も信じてなかった少数派の人たちの仮説っていうのがうまく実装されて、やっぱりこれっていいねっていうふうに広がっていくっていうものを内包していると思うんですよね。でそれと同じようなメカニズムっていうのを、一つはマーケットだと思うんですけど、メカニズムっていうのをいろんなところに埋め込めるといいよねっていうのは、それは本当そう思います。旗の掲げ方とそこに関わりしろを作っていくというところですよね。この旗の掲げ方、非常に難しい問いだなと思うんです。大きすぎる日本というものを代弁するような文化というと、それこそナショナリスティックなものになっていったりですとか、あるいは何かイデオロギーを代表するようなものというと大きすぎる、逆に小さすぎるとそのマイナーな声、少数派の声を拾うとはいえ、小さすぎて誰も拾いようがないというものは旗にならないわけです。この旗を何を掲げるかというところについてもし思うことがあったらぜひお伺いしたいです。ありがとうございますそうですね、僕、今ちょっとある種手前味噌というか、僕が関わっているお手伝いしているプロジェクトで江戸城を、今、皇居の本丸跡に、再建するというプロジェクトが、ずっと長いことありまして、それをもう少しこう、開かれたような形で、先ほどのDAO化、コミュニティで、みんなで城を建てるために集まるんだと、いろんなそれの思いを持っている人たちで人を集めて、実現に向けたいろんなコミュニティエコシステムを作っていこうと、具体的に550億と100万人の署名とかがあると立つみたいな風には言われて、そうなんですか。はいなんですよ。ぜひ一緒に立てましょうっていうところなんですが、いや都知事選のマニフェストでもちょいちょい江戸城再建って掲げる方多くて、そうですね、集まりそうなんですか、署名は。いや今はあれですけど、でもこれは広めてもっと遊べるような感じになっていけば、全然みんな関わる人って増えると思うんですよね。ワクワクするというか。で城って極めて、首里城の再建の時もそうですけど、宮大工の人たちがこぞっていろんな技術をその場に投下できるので、今回の大阪のリングとかもそうだったと思うんですけども、そういうようなやっぱ活躍できる場がある。で江戸城ってとてもある種フラグシップでセンセーショナル的なところもありますけど、いろんな技術だったりとか芸能だったりとか工芸だったりとかの組み合わさってもともと成り立っていたようなところがあることによって、そこにみんなが集まってくると。それはその職人さんだけではないいろんな人たち、100万人署名集めるってなって100万人がいろんな形で関わると。そういうのができると接点ができて知るきっかけになって、どんどん関わる人が増えていって、みんなの職人側もやる気も出て、ある種誇りを持てるみたいな感じにもなれて、割といい旗なんじゃないかなっていうのを今すごい思っているというところになります。これ単純な興味で聞くんですけど、なんで100万なんですか。その100万人の署名っていうのはどういう？それは一般に皇居を民間利用するみたいな形なので、それをするためにはそのぐらいの民意が反映されている必要があるというような話がされているっていうところだったと。署名と何が集まればって言ってました。2つ集まる。550億。お金が550億それ自体の建設には550億円かかるっていうふうに試算をされていまして、
もっとそれ以外のものも全部門だったりとかいろいろと作っていけるといいと思ってるんですけど、そうするともっと額自体上がっていくのかもしれないんですが、でも全然なんか個人的には全然すぐ集まるんじゃないかっていうのは思うようなものだったりするんですよね。ありがとうございます。万博もね何億か使ってると思うんで、だからそことの比較でいうと確かに現実感ある数字だなと思いましたけど。でもそれを民間でみんなのいろんな思いで集まっていくみたいなのがそのプロセス自体がそれを実現させるだけじゃなくて、さらにその先のエコシステムを作っていくみたいなところになんかつながるんじゃないかなっていうのは思っているところです。遊べる場と活躍できる場があるっていうのはすごく重要なことだなと思って、こう旗印掲げた先が危機感と悲壮感に苛まれてもう滅びますっていうところの旗を掲げたとしても、やはりそれはなかなかそこに入っていこうとすることは難しいわけですよね。でもそこにこう旗を掲げた人が非常に未来に対しての希望を持ってここでいろんな遊び方ができて関わってくる、オープンにした時にそこに入ってくる人たちがそれこそ太田さんがおっしゃるようなこう自分がいることが許される場であるような文化を持った場があれば、そこに集ってくる人というのはいるはずだというふうに信じるわけです。安野さんの方からはそうですね、いや頭の中が江戸城でいっぱいになってしまったんですけどなんかこう例えば今の江戸城もそうなんですけど、その文化の存続が危ういって言われてる文化いろいろあるわけですよね。江戸城はもう一回燃えちゃったんで存続してるのかちょっとよく分かんないですけど、っていうその存続してるのかしてないなんか危機にあるようないろんな文化において、例えばその領域における江戸城みたいなものをそういう企画を打ち立てられるかっていうのがまず一つ多分あると思うんですよね。でこれって多分に俗人的というかですね、なんかそういう旗を上げるのがうまい人がその領域にいるかどうかみたいなところとか、あとはそういう旗を掲げた時にある種ちょっとその文化の中枢にいる人たちがそれはちょっと異端じゃないかと叩かないみたいな、叩かれると、そこの領域ではなかなかそういう旗上げづらくなるよねって領域多分あると思ってまして、なんかそういう人たちを増やす、そして叩かれないようにするっていうのがなんか短期的には効きそうだなと思いましたが、どう思います？なんで江戸城はそういう企画を思いつけたんですかね。あと叩かれてないんですかね。今まではむしろ叩かれた歴史もかなりあったと思いますし、つい最近それのベースはやはりこう、僕がポットで言い出した話ではなく、もともと江戸城が消失してから何回もそういう立て直そうという動きがあり、その流れの中で、20年前にこう思いを持ってやられ、20年間やられてきた方がいらっしゃって、そこに僕もちょっとお邪魔させていただいているというか一緒にやらせていただいているみたいなところなので、やっぱそこに至るまでにはかなり時間かかったりとか積み上げてきたものっていうものがあるからできているとは思うんですけど、僕はなんかこれが今いろんな領域でもう積み上げられてきただったりずっとこうもがきチャレンジしてくださった方がいろんなところにいると思ってまして、なんかその人たちがなんかもう一歩こう前に出れるような、前に出る必要があるのかもわかんないですけど、旗をかけられるような状況をちょっと後押しできればもうそれでいけるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってますね。江戸城というのは一つの大きなプロジェクトで一つの大きな旗印の掲げ方だと思います。一方で非常に小さなレベルでの文化の旗印の掲げ方というのもあるのではないかというふうに思うんです。例えばダンバースに代表されるような150人で人が認知できる信頼を置いて関われることのできる人の数というのがあって、これはさまざまな領域において適用される数になるわけですけれども、150人集まればもしかしたら一つの文化というものを精神性を受け継ぎ残していくことができるのかもしれないと思うんです。ちょっと一言ですね、山科さんからそこら辺の話を。そうですね、ダンバースっていうお話いただいたんですけど、意外とその僕ら文化を守るとか伝えるって言った時に、じゃあどれぐらいの規模感でどうしたらその自分たちの肌感覚としてできるんだろうって意外と漠然としてるじゃないですか。じゃあ何万人に伝えたらいいのとかどうやったらいいの。
でもそこが今おっしゃっていただいたみたいに結局人間ってそんなに結局認知能力がさして優れてないので、だからまあこれまでだったら先ほど本島さんおっしゃったように地域に根ざした100人150人とかっていうのがあったんだけど、今はやはりさらにそれが分散化してさらに別の形のコミュニティができているわけですけども、それでもやっぱりその100人150人っていうある意味強固なファンであるとか、そういったものの、コミュニティ作りっていうものはこれからもある意味一つ強固なで、そのさらに周囲のものを巻き込んでいくっていうような形っていうのは非常に一つ一つのなんかこう概念として目標値としてはすごくしっくりくるなと実感はしているところなんですけどね。ありがとうございます。その小さな数と適正な数というところと少数者の声を拾うというところのうまい結びつけ方といいますか、それを社会の中で実装していくためにはどうしていったらいいのかということをアンナさんに思い伺うことがあったらぜひ。そうですね、どう実装していけばいいのか。一つ我々の方でダンパ数に関して面白いなと思った話がですね、そのいろんな首長さんに話を聞きに行くと、こう数万人以下3、4万人か10万人か、ちょっと人によってですねちょっと微妙に数字は差あるんですけど、数万人以下の自治体はめちゃめちゃ民主主義地方自治をできている感覚があるんだみたいなことを言ってたんですよね。で、ただその敷地を超えると10万人くらいになるともうなんか割と雰囲気で俺たちはやってるんだっていう感じになってると。でこれ何かなと思った時に僕の中の雑な仮説を一つ言うと、ダンパー数の2乗なんじゃないかと思っていてですね、つまり数万人の自治体1万人とかだと知り合いの知り合いまででコミュニティの中身が完結できるわけですよね。なんだけど10万人とかになると知り合いの知り合いでもたどり着けなくなる。でそうするとなんか声が拾い上げられていない感覚が出てくるっていうことなのかなと思ってますと。でこの限界をどう突破するのかっていうのは、これはでもさっき言った情報の流し方のデザインだなと思ってまして、で AI がその人間と人間のコミュニケーションの間に入って、で我々のコミュニケーションをある種ブーストしてくれるみたいなことっていうのは今後すごい起きていくと思うんですよね。で、例えば去年の2024年の11月くらいに出た一つ面白い論文がありまして、ディープマインド社っていう、Google 傘下のですね AI 強い会社が発表したハーバーマスマシンっていう論文なんですけど、このハーバーマスマシンっていう AI は人間と人間の調停をしてくれるんですよね。で複数の当事者間の調停をするときにある調停のやり方があってですね、コーカス調停って呼ばれているようなプロトコルがあるんですけれども、これは当事者間が話し合うのではなくて第三者が入っていって、それぞれの当事者と1対1で話し合いを順番にやって、でその上でじゃあこの案であればみんな合意できるんじゃないですかっていう案を第三者が作る。でそれに乗るか乗らないかっていう、そういうプロトコルらしいんですよね。なんですが、このハーバーマスマシンがやったのは、この人間の代わりにそれぞれの人たちから意見聞いて調停案作るっていうやつなんですよ。でその時に人間が作った調停案とハーバーマスマシンが作った調停案で、実はハーバーマスマシンが作った調停案の方がみんな乗りやすかったっていう話があるんですよ。でこれってある種その人間のコミュニティとかコミュニケーションの間に AI が入ってくることによって今まで合意できないと思われていたものが合意まで至る確率が上がったわけですよね。っていうそういう AI がこううまく仲介してくれるそういう情報環境を作っていくっていうのは一つの回なんじゃないかなと思ってますね。ありがとうございます。本島さんの方からは。非常に興味深いと言いますか、僕もまさにその DAO みたいな一人リーダーは必要だと思うんですけど、でもなんか最終意思決定者というか、もうその人です、俺がやりましたみたいな人がいると乗れない人がいっぱい出てくるので、さっきの政策作りみたいなところもなんか結局中途半端になっちゃうんですね、合意の形成の仕方がっていうところで非常に使えるんじゃないかと思った中で、それを人がやるパターンを想定してたりもしたんですよね、コーディネーターというような形で。それもね全然できますよね。でこれってそのハーバーマスのマシンはそこの出すアウトプット自体も人がやるより良かったからなのか、それというよりはやっぱ AI っていうある種
何ですかね、無色、はい、透明第なものだから。三者性が確保された存在だからかなっていうことですよね。いやそれはすみません、ちょっと論文読んだ時にどれくらいブラインドでやってるのか分かんないなと思ったんで、そこはちょっと分かんないですけど、あり得るかもしれないですね。人間にダメ出しされるとムカつくけど、はい、AI にダメ出しされるとまあそうなのかもしれないって思えるみたいなのはあると思いますね。なんかそこのある種間に入る人って、本当にコーディネーター的なことをやるといろんなところから文句言われるわけですよね、嫌われるというか、非常に人がやるには辛い仕事だったりするのをAI とかが担ってくれるのであれば、とてもなんかみんなハッピーになるなっていうのはちょっと今そうやっぱりその間に入る人ってある種の感情労働がすごい発生するわけですよね。でそれを無限の感情 MP を持っている AI が代わりにやってくれるっていうのは本当に私は結構可能性がある話だと思ってて、でそれこそオープンソースコミュニティで最近見たすごいこれは素晴らしいなと思った例が、オープンソースソフトウェアって、誰でもそのソフトウェアをこういうふうに改善したらどうですかっていう提案が出せるんですよね。でガンガンこう提案が来るんですけど、このオープンソース界隈で一番こうきつい労働だと言われているのが、その提案をいやこれあんまりクオリティ高くないからちょっと別に取り込みません、採用しませんっていう断る時にすごい MP を消費するんですよ。で最近発明されたものがですね、人間はこれを取り込むか取り込まないかは人間が決めましょうと。でただノーって決めたらノーボタンを押すだけで AI が合理的かつすごくポライトな礼儀正しく断る文章をガーッと生成してくれて代わりに断ってくれるっていうものができたんですね。これはすごいある種の本質的なイノベーションだと思うんですよね。感情をすり減らさずにでもお互いそのハッピーな状態を維持できるっていうのを社会のいろんなところに埋め込んでいく作業っていうのが多分2025年以降始まると思うんですよね。っていうふうに見てます。ありがとうございます。あと10分ほどですね、第1部の方のトークの方にもコメントをいただきながら進めていければと思います。ちょっと本島さん何か言いたそうなことをぜひ。逆にAI だから従わないっていう領域の人たちもいっぱいいるなっていうふうに思ったんですけど、なんかそういう時こそ、人が出てでも裏側は AI がすごいサポートしてくれてるから、ある種 AI のせいにその中心になる人ができるので、感情をすり減らすのを削減しながらなんか進められるんじゃないかなっていうのはすごい。うちの部長がこう言ってましてみたいな、そういうやつですね。いやそうですね、はい、まさにそこ結構かなり必要だなと思います。あとの10分はですね、この抽象的な議論を文化の方向にも引き戻しつつ、実装できるような形を模索するという10分間にしたいと思うんですけど、太田さんぜひお願いします。聞いてて思ったんですけど、ぜひ京都人を AI で作ってほしいと思っていて、でなんでかっていうとですね、聞いててですね、東京の人とかと喋ると初めて気づいたんですけど、京都人のコミュニケーション方法ってすごいなんていうか独特なんですよね。てかもう大阪の人とも違う。なんでかっていうと直接的な物言いを徹底的に避けるんですよ。もともとそういうポライトな言い方ってそういうもんだと思うんですけれど、でこの間驚いたのが京都でちょっと仲が悪いところが2つあると。あるんですよ。でその話を他の県の人に出された時に、つかず離れずの関係性ですねって答えたので、そしたら「仲悪いって聞いたんですけど」って言われて、京都の人間は仲が悪いということをつかず離れずの関係性と言いますとこういういう話をしていて。そうなんです。ものすごく直接的な物言いを避けますし、でどんだけ内心嫌でもものすごい気使うんですよ、京都の人間っていうのは。でもそれが東京の人とか全然気づいてくれないんですね。1年が切れたことがあるんですけどお前のことを嫌いって言ってるんですって1年が切れたことがあるんですけど、ぜひ京都人の AI を作っていただいて、京都人こう言ってるけど本音はどうですかっていう、そういう AI をちょっとお二人に作っていただければなと思いました。でも本当にある意味それが一つのユースケースというか、一番AI が使えるところの一つだなと思ってまして、やっぱ人によって標準って違うじゃないですか。同じどういうふうに言葉を読み取るかとか書くかっていうのが標準が違う中で、その微妙な部分を翻訳してくれる、間に立ってくれるっていうのは私はすごい可能性あると思いますし、京都人のその言葉の使い方は多分こうかもよっていうくらいの知性は今の AI やればいけると思うんで、できうる話だなと思いますね。徳永さんからどうですか。
そうですね、私は東京、関東出身で京都で伝統工芸の調査をやってた時にそれに大変苦しんだ覚えをちょっとありまして、でこれまたそのなんですかね、結構いろんなこれ結局分かったんですけども、結構いろんな人がですねいろんなことを言うんですけども、実際に京都の方ってそこまで実はこう気にしてないところもあるんだなっていう。で一回言われたのが、その京都の人に食事を誘われたら2回は断らないといけないっていうのがもう本当よく分かんないことを言われて、そうなんですかって言って、で本当に実は1回食事誘われちゃったんですよ。それでちょっと今日行けないですみたいなすいませんみたいな話をしたら、なんか予定でもあるんですか。予定はないっすみたいな。それでお腹はみたいな、めっちゃ空いてますみたいな。でも行けないですみたいなことを言ってですね、結構京都の方すごいびっくりされちゃったみたいな。でもその後ですね、結構要はそのなかなか結局ある意味こうちょっと社交辞令で食事に誘ってもらって、であんまり準備もできてない中でちょっとお邪魔するのはもうあれだから、またせっかくだし別の日にしましょうみたいな、ある意味結構こう気を使うみたいな文脈があるんですよみたいな話をされて、なるほどなって思ったんですけど、結構そういうところはある意味ハイコンテクストなところがあって、で結構面白いのがですね、でも海外もですね結構そういう文化実はあって、こういった話をするとですね、実はうちの国もそうですみたいな、結構そのいい表現、例えば、ロシアって、今こんな状況ではあるんですけど、ロシアってお酒を飲むっていう表現が30種類以上あるんですね。例えばですね、文化的に休みましょうっていうのはお酒を飲みましょうって意味だったりとか、あとは魂を語り合おうっていうのもこれお酒を飲むっていう意味なんですね。なんで実はそういった感覚って日本人以外、それこそ京都人以外にも共有されてんだなっていうのがちょっと今のちょっと踏まえてちょっと言いたかったことと、でもう一つはなんかそのさっき結局その文化の担い手は人間である必要ないのかっていう。で私は人間である必要はないんだけど、でも人間だと欲しいなっていうのが結構ありました。でなぜかっていうと、結局これ残したいよねっていうのは究極的に俗人的な世界である意味なんですかね、ある意味種の保存ではないですけど多様性を残すっていうのはとても僕は大事な議論だと思うんですけど、結局選択肢を残しても後でやっぱこれやりたいっすみたいなっていう風なところはやっぱこう最終的には人間が決めてほしいなっていう気持ちが結構あるので、そこはなんかある意味人間だけがこう人間だけである必要ないんですけど、でも人間がやっぱこれいいよね、これ好きだよね、これやっぱかっこいいよね、これ残した方がいいよねっていうので進めるべきだなっていうのを踏まえて、なんかいろいろ思ったのが例えば私もともと商社マンやって、もう本当に偶然本当にいろんなご縁があって文化に携わることになったんですけど、結局このご縁っていうのを私はもう AI でメカニズムをちゃんとなんですかね、こう解き明かしてほしいなっていう。それっていうのは結局先ほどアナさんおっしゃった通り、これやりたいって言った時にこうそれができるような、そういったこの人のある意味パイを作っておくっていうのも大事なんですけど、それっていうのが例えば僕と山科さんの関係、僕もともと宿に宿泊して、でその時に山科さんにも会ったっていうですね、実は最初そんなところだったりとか、でそこからですね酒井さんも私旧知の知り合いでちょっと一回つないでみたいな、本当に結構ご縁の塊みたいなところが今に至るみたいな。でそこって結構ある意味その確率論ではない世界があるんじゃないかなっていう。でそこがそうすると、じゃあどうしたら残せるんだろうっていうのも結局ご縁の世界になっちゃって割と思考停止しちゃうみたいな、ちょっと結構残念なところもあるんですけど、なんかぜひそこが確率が高まることによっていくっていう世界もあるんですけど、でもそこじゃなくて、いやこれ絶対残るだろうみたいな、なんかそれを飛び越えた話世界も結構文化ってあるのが究極の難しさなんじゃないかなっていうのを思ったっていうコメントをさせていただきました。ありがとうございます。京都人の話はですね、こういうまとめ方するといけないかもしれないんですけど、本音と建前というところの話と解釈すると、文化の領域においては特に徒弟制度の中においてですとかで、暗黙知に類する領域があるわけです。でその暗黙知の領域というのは言語化されないことによって、型を受け継ぐことによってその型の中から受け継がれていく精神性というものを表しているわけですけれども、これは言語化しないのではなくて、もしかしたらできない、してきたことがない可能性があるんですね。型の中に、動き行為の中に、あるいはそこに向かう態度の中に含まれているもので、だからこそ師弟の関係の中で十数年と長い年月を経て受け継いでいかなければならないものというふうにこれまでされてきたのかもしれないわけです。ただそれがもしかしたらこれからの時代においては速度が
そのまま文化を引き継ぐための、態度を作っていくものではなくて、もしかしたらその暗黙知、言語化できなかったできずにいたことをしていけるような形というのも、作っていけるのではないかと。その作っていった暁には少人数でのコミュニティによって文化を引き継いでいく、ナンバー数の中でのコミュニティによって旗印を掲げることによって、開かれたコミュニティの中に人が関わっていくというやり方もあるのではないかというふうに思うんです。これを山科さんにコメントをいただいた上で、本島さん、安野さんと引き継いで終わりにしたいと思います。すごいバトンができましたけども、ちょっと話をね少しだけ引いて戻させていただくと、じゃあ改めて今ね本島さんから結構ボトムアップの話であったりとかで、どうやって議論していくかって話とか、どうコミュニティ作っていくかで、あと安野さんの方からもね結構技術的なお話でこれがこうなるんじゃないかって話していただきましたけども、結構この前にいろいろ話し合ってた中でですね、これまで我々生きてきた、約みんな我々30代ですけど、大体年齢でいきますとね、我々生きてきた時代ってずっと環境問題ってずっと言われ続けて、それがどんどん政策になっていったり議論されていったり、みんなビニール袋を買うのにもお金払うような時代になってきたわけですよね。でそれぐらいある意味自然環境というものも文化というものもある意味所要のものとして当たり前のように周りにあったものが、ある意味一つの問題とされて、ある意味社会に実装されていくという、ある意味それが政策になっていくというような、そういった過程っていうのはやっぱずっと見てきた時に、もう少し我々もその文化的なことっていうのをもう少しどんどん議論をしていく土壌に乗せていくっていうような、そういった時代がこれからおそらく20年30年経っていく時に出てくるんじゃないかなと個人的に思って、それが不可能ではないと思うんですね。ただなかなか個別具体的な話であるとか、なかなか閉じられているものとか小さいものとかそういうものを拾い上げていったりっていうことがこれまで多分難しかったんだけれども、これがどんどん出来上がってきたり、それを普遍的なものに変換していったりっていうことができる、議論の訴状に上げていくことができるっていうようなお話だったと思うんですけども、その辺をもう少し旗を立てていく、そしてさらに大きなものとして文化というものをもっと議論していくっていうような流れを、これからどうやってやっぱり作っていくべきなのかっていうのを、少しお二人方からもですね最後お話聞きたいなと個人的に思っております。ありがとうございます。僕はやっぱ頑張って頑張って関わってもらうみたいなのをやっぱやれるといいなと。やっぱ潜在的に関わりたいみたいな人だったり、顕在化してる人も結構いるとは思う中で、先ほどの暗黙知、今まで言語化してこなかった、できなかったみたいなところも、でも弟子には教えてたりするわけですよね。でそのために多大な労力をかけていたはずで、でもそれと同じようなことを単純にちょっと形を変えて頑張って言語化するのか、頑張って見える化するのか、頑張っていろんな人に関わってもらうみたいな感じのちょっと矛先を変えるみたいなことをしていくと、一つコミュニティができるのかなっていうところと、もう一つはそれをやっぱ僕はもうすでにやっている人がいろんな領域、似たような領域でいろんな人がいると思うので、そこが単純につながってちょっと具体的な絵を描こうと、みんなの共通見解としての、これは共通の課題をあぶり出すっていうことで、それを認知するっていうことだけでもいいと思いますし、先ほどのエコシステムみたいなものをちょっと頑張って描いてみるみたいなところでも、それができるとよりいいのかなというふうに思いますし、それができるとやっぱものがあると、それは世界観みたいな話ですけど、前にやっぱ進めるようになると思うんですよね。やっぱ今一人一人が暗中模索みたいなところにあるので、そこを次、今までもう本当に山科さんも太田さんも含めイットさんとかも徳永さんとかも皆さんもういろんなことを培ってきたと思うので、それを次につなげるみたいなフェーズに今ちょうど次、四半世紀が始まるというタイミングでできていくといいんじゃないかなというふうに思いましたし、僕もそういったところのお手伝いをさせていただきたいなというふうに思いました。ありがとうございました。はい、そうですね、今日もいろいろお話ししてきて、文化の存続の仕方ってなかなかすごいビッグテーマだなと思いつつ、最後思ったことを言うと、一つは
やっぱり文化でこの経済的に合理化できないけどもうちょっと広げたロジックであれば合理化できるみたいなところに関してはうまくこう少数派の声を拾いつつ、いやなんかそれは邪道だって言ってくる人たちをいかにこういや大丈夫大丈夫って言えるかっていう、そこがすごいかかってるんだなっていうところと、あとはさらにそれでも合理性っていうものがないっていうものに対しても私は一つはやっぱりその世界全体がちゃんと豊かになっていくことによって非合理なことでもこういろいろ楽しめたりするっていう余裕を持つっていうのがやっぱりなんだかんだ言って結構効くんじゃないかなと思ったので、それが大事だよねっていう話と、あとはその情報が消えてしまうっていうこと自体はかなり低コストで防げるようになると思うので、ちゃんとこうデータをパターンをですねしっかり保存していきましょうと。でそれは多分今名目値しか拾えないかもしれない、言語化されているシンボルしか拾えないかもしれないですけど、よりですねデータの残し方っていうのはなんでしょう、より多様なものになっていく、言語だけじゃないもの、今データとして入ってない例えば匂いであるとかその雰囲気であるとかそういったところまでどんどんデータにできるようになっていくと思うんで、そういったものをどんどん貯めていって、もしかすると今現時点ではその例えば職人さんのそういうデータって行動のデータしか取れなくて、内側にどういうそのロジックがあるのかとかっていうのは追えないかもしれないですけど、それ将来は追えるかもしれないんで、とりあえずデータを蓄積しておくことっていうのは私は価値があるのかなと思いました。っていうのでもしかしたら人間じゃないかもしれないけれども対 AI なのか対宇宙人なのかわからないですが、データが残っていればパターンが残っていれば何らか未来でそれを受け継ぐことが可能性が一応残せるのかなというふうに思いました。ありがとうございました。徳永さんもおっしゃった確率論ではないご縁での出会いというものは実際にあるというふうに思います。それは何か文化を受け継いでいく精神性によって引き継がれていくものかもしれませんし、この本日壇上でお話しさせていただいた我々ももちろん、会場にお集まりいただいてお聞きくださった皆様ももちろん、ライブ配信やアーカイブでお聞きになる皆様ももちろん、何かしらの形でこの話によってついた火種をこれからも絶やさず燃やし続けていくような取り組みに実践としてつなげていくことができれば素晴らしいことだなと思います。本日は誠にありがとうございました。